行きましょうか。いや初心者応援企画ということで、久しぶりにね、コナンアウトキャストの方ね、やっていこうかなと。これゲーム音入ってる？大丈夫かな？多分大丈夫でしょう。どうも、初心者の方。どうも、ほうじ者さんもどうもです。今日はね、初心者応援企画ということで、ね、いろいろ質問していただいたら、コメント欄のマサの方が答えていくっていう、仕組みになっておりますので。どうもですとかさんもね、今日初心者応援企画をね、とりあえずじゃあまず、いろいろとね、解説を込めてっていうことで、最初のまずオープニング画面からね、まずね、このゲームね、3行で言うと、とにかく面白い、ということですね。まずね、このゲーム、オフラインモードっていうのがここにね、一応、一人プレイ、協力プレイっていうのでね、あってね、これ簡単に言うと、サーバー、自分の PS がサーバーになるみたいな感じになるんで、自分がインしてないとできないモードですね。みんなでやるよってなっても、マイクラみたいな形で他の人は自分がインしてないとできませんよという形になるので、それでもいいよっていう方はこのね、モードで、一般的にはこれをね、僕らはオフラインモードと呼んでるというモードですね。基本セーブデータは一つだけかな。で、基本一人でやってて途中で誰か呼ぶとかっていうのもできるから、その辺のね、気軽にできるっていうモードでは、非常にね、いいかな。ただ、オフラインモードなんで、そうです。どうもです。ですね、これ、アークみたいな感じなんだけど、人のモデルとかはアークよりはしっかりしてるかなっていう。で、アークは恐竜をね、テイムするんだけど、これは奴隷さん、人なんでね、人をテイムすると。一応動物も一部いるんだけど、見た目はそんなに大きくは変わらない恐竜みたいに。ね、ただ基本的には建築してサバイバルしていきましょうっていうゲームですね。で、基本的にはこっちのオンラインプレイっていうのがみんながよくやってるモードになるので、基本的にはこっちをね、やってもらえたらと。エグザイルは単純に、日本じゃね、エグザイルっていうのがちょっと名称が使えなかったっていうね、ことで、アウトキャストって名前で、日本ではリリースされて、ただその流れでアウトキャストだけちょっとね、海外とは別のものっていう扱いになってて、アップデートをいろいろ遅れることがありますよということですね。で、とりあえず戦闘モードとしては PVE、PVEC、PVP と、3つのモードがね、あってね、多分初心者の方どれでやったらいいんだということになるんですけど、基本的にはこの PVE をね、おすすめしておりますと。簡単に説明すると、全然、こっちの PVE だったら、PVE の方だと、ノラの方とかも基本的には、協力的。PVEC も比較的協力的なんだけど、PVEC はこの C っていう部分が混ざってて、何かっていうと、拠点とかは壊せないんだけど、日本だと時間で言うと6時から22時までやったっけ ?23 時やったっけちょっとはっきり忘れたけど、戦闘時間があって、その時間帯に関しては、プレイヤー殺せちゃうっていうモード。だから基本的には人を殺したいですよって人が入ってくるモードなので、
基本的には友好的なんだけども、友好的じゃない人がいてもおかしくないモード。結構 PVE だと立てる場所がもうないからっていうのでこっちに来る方もいるんだけど、もうわかると思うんだけど、この PVP ね、拠点も壊せるし人も殺せるモード。これも時間は決まってるんだけどね、人を殺せる時間は決まってるんだけど、人殺せるじゃないや、拠点を壊せる時間かな。人は常時殺せると思うんだけど、人を殺せる時間は6時から22時か23時だったかなっていうので決まってるんだけど、人は常時殺しちゃう。拠点はちょっとその時間帯だけっていうような形のモードで、ここで心が泣いてしまった人がこっちじゃなくてここにね来るケースがあるんで、そうするとね、結構殺伐としたこっちから来た人、こっちから来た人っていうので、結構喧嘩になりやすいモードっていうモードですね。ただ比較的 PV よりは人が少ないかなっていうところなんで、ただ俺も辻切りやりたいよっていう方はこの PVEC をねおすすめしております。でとにかく争いまくりたいっていう方はもうここの PVP にね出てもらったら、ただ初心者で行くと多分長いこと生き残ることは無理かなっていう、あえて砂岩建築を見つけて壊しに来る人そんないっぱいいるわけじゃないから、しばらくは放置されてある程度揃ってきたら急に全部壊されて全部持ってかれるっていうことになるかなっていうので、ここ行くときはそれなりのやっぱベースラインの知識を得てから行った方が楽しめるんじゃないかなっていう。で、ここはここでね、ここの猛者たちがいるんでね、ここの猛者たちの配信とかをこう見に行ってね、だいたい配信っていうか動画にしてる人が多いと思うから、配信でしちゃうとね、バレちゃうから、そっち見に行ってもらったらなっていうところですね。で、今日はこの PV モードをね、ちょっとね、で、基本的にこうやって入ってもらうと、ブワーってこうサーバー出てきたアークと一緒だよね。もうどこ入ったらいいんだという話になるんですけど、基本的にはこのオフィシャルサーバーっていうのが公式サーバー。で、それ以外のこうやって名前が入ってて、大半はロックかかってるやつは、個人サーバーをお金をかけて払って、毎月お金払ってやってる方。プライベートサーバーだね。どっちでやりたいかだけど、お金かけてプライベートサーバーってのもありだけど、そうだね。基本的には、このプライベートサーバーでロックかかってないとことかに入るのはあんまりおすすめはしないかなって、どういう人がいるかわからないから、どうも、こんばんはです。お疲れ様です。基本的には公式サーバー。こっちに入ったら、この主さんがどういう人か次第でもいろいろ変わっちゃうし、課金止まったらデータ消えちゃうんでね。で、中には嫌がらせを受けるって話もよく聞くから、挨拶ありがとうございます。基本的には公式で、ここでね、公式ってやってもらったら、公式サーバーがずらーっと出てくるので、で、このサーバーで遊ぼうかなと思ったら四角ボタンをね、PS の場合だったら押してもらったら、お気に入りにね、登録、こうやって星印がつくんで、こうしてもらったら、どこに自分が入ったか忘れずにね、いけるかなっていうところで、そしたらここでお気に入りって絞ればお気に入りだけ出てくるというようなね。私は PVP やってないので素晴らしさはわからない。とにかく時間を浪費して人を潰しに行くっていうのが楽しい。で、もう一個ね、始めるときに注意点が、今回、ゲームカタログの場合は、こっちのこの The Isle of Shifter って書かれているものに関してはできないので、これ課金しないと、課金っていうか DLC ね、買ってもらわないとできないので、基本的には Exile だけ。だから地域じゃないや。これか。まずこれで追放の地で調べてもらって出てきたやつ、これが今回ゲームカタログで参加始める方がPS のゲームカタログってプランで俺らが普段入ってる PS のエッセンシャルかなプラン入ってる人は関係ないんだけど、それのもう一個上のプラン入ってる方はゲームカタログの中から自由にゲーム遊べますよっていうのがあって、
その中に今回追加、今日からかな、されてるから、で、そのゲームカタログの方でできるのが、この追放の地っていうところなんで、これで調べてもらって、この4000番台からどれか選んで入っていってもらうっていうような感じかな。で、ちょっと注意点が、これ選ぶときに、基本的にはこの日本4000番台のに入ってもらった方が、ピング値ってやつ見てもらったらわかるんだけど、ピング値もね、100下回ってて、これだと33とかだから、できる限りこのピング値が自分の家から数字がいいやつを選んでもらった方が安定して動きますよっていうところですかね。で、アメリカとかだと見てもらったらわかるけど、ピング値がえげつないので、基本的には安定しないっていうのと、あともう一個懸念点として、アップデートされた時に、さっきちらっと話したんだけど、アメリカとか知能はゲーム名がコナンエグザイルになってて、アップデートが先にかかったりするケースがあったりとか、日本だけエラーが起きててとかっていうことになった場合に、日本のコナンアウトキャストからこっちにアクセスできないっていうことになるんで、そうなると自分の拠点がなくなってしまうなんていうことにもなるので、基本的には日本のサーバーをね、選んでやっていきましょう。で、この日本のサーバーの中だけだったら、もうここでさらに地域ね、ここで日本って絞ってもらったらもう日本だけになるので、この中からね、正直どこ選んでもらってもあんまり大差ないので、見てもらったら今結構ね、やっぱ人数入ってるから、これはゲームカタログの効果だと。どの番号がいいですよってことはないのでね、ただ一回入ったら移動はできないから、あります。基本的に、オンラインに関しては、アークと一緒で、アークも確か時間あったと思うんだけど、コナーアウトキャストの場合は、マックス10日間。建物がちっちゃいと、次の日なくなっちゃったりするんだけど、基本はちょっとやってたら、だいたい10日を持つぐらいの拠点にはなるんで、ただそれでも10日後にはなくなってしまうから、10日に1回は自分の拠点のところに行かないといけないんで、そこだけオンラインは注意ですね。さあ、どこのサーバーじゃあいじりに行こうかな。できませんね。どうしようかな。とりあえず、一応ね、このサーバーの数字が大きいところほど、一応新しいサーバーにはなるので、できる限りちょっと人多めのところに行った方が、立てる場所は少ないけども、楽しいんじゃないかなとは。たまにね、変な人もやっぱ来ないいるんでね、その辺はちょっとね、見極めながら、俺みたいにね、粛清7回以上ぶつける人もいるから、ぶつけて来られるみたいなね。これ4072って確かキャラいたんじゃないかな。あえてちょっとじゃあ4122番あたり行こうか。多分これが最新なのかな。それはもう元々夫婦になってる。あとね、俺みたいな配信してる人がいるところのサーバーはちょっと人賑わいやすいから、それをどう受け取るかだね。嫌だと思うのか、どうするかでちょっと選んでもらったら。配信者がいないサーバーのが静かなのは確か。あれ俺このサーバー偶然にもなんかいたな、キャラが。ちょっとあかんね。なんだこのキャラは。やったことあるのか俺ここ。あれやったことあるんだ。ボットブレーカー持っとる。あ、俺もしかしてあれかな、アレンちゃんたちとやってた頃か。ちょっとこれやめようか。配信者がね、別な、問題はないけどね、人が多くなるっていう、あれだから。
ちょっとまた別のさ、ちょっと偶然にもやってた。昔やってたみたい、あのサーバーで。120、今何番入ったの俺22にしたのか。じゃあ121にしようか。ね、一回だからキャラクター作っちゃうと削除ってしない限り相手残っちゃうから、まあ本当はどっかで削除した方がいいのかな。あれ削除した方が、で、一応最初にね、これ男性女性で、基本はね、やっぱ女性セクシーだから女性をお勧めしますよ。まあ、今日はね、もう男性で、どうせ後で消す。だから男性でね。で、この種族に関しても、もうこれ何選んでも、どれでも大丈夫です。もう好きなの選んでもらったら、後でも変更でき、種族は変更できないけど、見た目とか変えれるし、ただ全体的なイメージがこれでちょっと決まるっていうだけのね。なので、もう何でもね、大丈夫ですよと。そうですね。で、あと進行に関しても、できたっけ？で、雫に、この進行に関しても基本的には後で全部覚えれるから、必ずしもこれじゃないといけないっていうのは、特にはなくて、まあ、好きなやつ選んでもらったら、ただ、このクロムってやつだけ、ゲーム内では覚えれない。から、なんかコンプリートしたい的ななんか感じがあったらこれ選んでもらったらいいんだけど、ただこれを選ぶメリットは何もない。何もない。祭壇も確か何もないから、なんだよ、もう無宗教で行きたいんだっていう方はこれ選んでもらったらいいかなっていうだけで、で、ちょっと面白いのは、ザスとか選ぶと雲をね、なんか雲ボールがあってね、ポケモンボールみたいに投げつけると雲召喚できたりするから、っていうのと、ザスとデルケトはセクシー衣装がありますと。まあ、どっちもすぐ手に入れれるんだけど、ゲーム内で覚えに行けるんだけど、まあ、個人的にはザスのセクシー装備早めに欲しいから、これ選ぶ感じかな。っていうレベルでいいんで、好きに進行は選んでもらって、で、声も基本的にはどれでも大丈夫ですよ。Death is coming. Death is coming. The gods are watching. Death is coming. まあ、やっぱ私は教養でね、行こうかなっていうとこね。頭はもうこれね、ここでね、顔の感じ変えれるから、さっきの種族ほぼここでね、関係なくなれます。ここで好きなものをね、選んでもらったら、俺はちょっとこの辺のね、顔の色合いとかもこれ全部変えれちゃうんで、最初の種族本当に何の関係もない。かな。で、髪型もここでね、選べるから。で、これもね、ゲーム内でまた別の髪型が少しだけね、追加できるんでね。そんなにこだわらなくてもね、いいのかなっていう。これな髪型にしていこう。で、眉毛もね、同じ感じでね。髭もね、こういろんな髭をね、選べるからね。これ女性は髭なかったと思う。アイシャドウかなんかってか。髭だけね、色変えるとか気持ち悪い感じでもね、できるんでね。いろいろね。自分だけのね、キャラクターは。アイシャドウはいらんから。なんか目細いな、こいつ。俺ちょっと目細いの嫌だな。ちょっと待って。あれ、なんか目細いぞ。目どっか変えれたっけ？目ないな。あれ？こっちだ。目はね、この顔の詳細でね、目の形とかもね、得意な人はこれでね、いろいろちょっと形をね、変えていってもらったら。
なんか俺みたいな不得意な人がね、下手にいじるとね、変な顔になるんでね。こんな格好悪かったっけ、顔。なんかもっとあれなんか思った顔と違うんですけど。あれかな、種族の影響受けてるかな、これ。じゃあ、アイシャドウちょっと入れようか。なんかちょっと。これぐらい入れといたらちょっとかっこいいんじゃないか。OK。あとね、体に関してもちょっとサイズがあって、これもね、基本的に関係ないんだけど、これね、ただ、でかくしすぎると、とあるところ通れない可能性がちょっとあるかもって。まあ、そんなにはにしなくていいんだけど、クラクのあそこ通れるのかなどうなんだろうまあ、でかくしすぎた場合は、もし通れないところがあったらごめんねっていうところ一応女性じゃないけど胸のサイズもね、でかくできるんでね。まあ、自由にね。で、ちょっと線の細いね、男性にはどうやってもならないから、だからどうしてもちょっとね、その辺が悲しいとこでね。で、これでキャラクター確定してもらったら罪状が出るんでね。私の罪状は、スリとランチキ騒ぎしたなんかひどいあれでね。で、ここでちょっと注意しなきゃいけないのが、名前がね、これ PS 版でやったら PSID に入っちゃうから、ここでね、ここで四角編集やってください。ここで名前が変えれる。あ、今キーボード触ろうとしちゃった。違った。ここでね、日本語名に変えれるんで、ここね、これ結構 PS でやってる人ね、忘れがち。ここ触れないって思っちゃう人が多いから、男やから。そこだけちょっと注意。ほんとこれね、一番注意。一回これ作っちゃったら後で名前変えれないから。後で変えようと思ったら、もうクリアしてもう一回作るしかなくなっちゃうから、ここだけ、もうこれだけ、何回もここだけね、ここだけ注意。PSID で名前、キャラ名になっちゃうからね。っていうことでね。これだけ伝わったら今日の配信大成功かな。そこだけはね、耳声もにはしない。こうやってね、こうオープニングがね、こう流れてくるんでね。まあ、すっ飛ばしますけどね。ぜひ初めての方はね、しっかり見てもらって。コナンが出てくるか、シュワちゃんじゃないコナンがね、出てくるんでね。そのシュワちゃんじゃないコナンに助けられたのが、この人ですよ、と。で、まずここでね、最初にしてほしいのが、この旅路ね、もう今選択されてるんで、問題ないか。スキップはせずにこのままだね。この状態で、この右上にね、出てる生存者、四角の煙を調べるってやつを順番にやっていく。で、ストーリーをね、本当にコナンのストーリーを知っていきたい人は、これ、読んでください。こういう石がね、各地にいっぱいあるから、これを順番にうまく追っていくと、コナンのストーリーが、この追放の地がどうしてできたかとか、そういったものが全部追っていけるので、あと砂嵐とかそういうのが起きるんだけど、その砂嵐はなんで起きてるのかとか、そういった謎もね、全部語られてるから、ぜひね、こういうのを見つけたら見ていって、それを、謎をね、理解していってもらえると楽しいかなと。で、あと、だいたいね、テキストチャットはね、PS 版はないと思う。PC 版はあるんだけど、PS 版はないね。多分まだ追加されてない。で、必ず生まれた場所の近くにね、この水袋と、これがね、落ちてるんでね。救われる、救われる、救われるということは救われない。チャットがないだけ、チャットが、その内部の。で、PS 版だったらタッチパネルかな押してもらったら、これ開くんで、これがイベントリーだね、自分の。で、右側が生産イベントリーになるから、
自分で作れるものはここで、 Never denied me. 特に作業台とかなくて自分で生産できますよっていうのがここにもうね登録されていくんで、 This curse この辺のこの画面だけちょっと理解してもらえると、 to whoever reads で this note. この画面で The last of my PS 版だと L1 かな、 L1 を押してもらうとショートカット画面ができてこうやってセットできるんでね。 Know how courage よく使うものはこうやってセットするとこれで使うことができるから、武器とか手に入ったらここにセットしてもらうので、最初はね生産多分武器とかすると自動にこのショートカットに入るんで、勝手に今レベル上がったねっていうので、まずねこんな形でね、ここにまず落ちてるもの必ず探してくださいね。見落としがちなんで。で、最初はとりあえずね、あそこの煙のところに向かって走っていきましょう。で、そうするとこうやってまだ旅路が1個達成されて、で、物資を探せっていうことになるんで、この宝箱。これね、じゃあ右ボタンを押すと矢印の、こうやってマップが出るんですけど、今俺生まれた場所ここなんだけど、これ実はね、ちらっと見えてるんだけど、1、2、3、4、5、5箇所か6箇所実はあって、みんな生まれる場所違います。ここの人もいれば、ここの人、毎回違うんで、ただ基本はこの下のどこかに生まれて、必ずこれとか、さっきの水袋とか用意されてるんで、若干ちょっとだから見た目が俺の場合と違うケースがあるけど、基本的にはこういうのがあるんでね、それを探してやってみてください。で、これで物資を開いて、これをお肉をもらいますと。で、今度はお肉もらったから、そう、結構広いよ。だって、まだ上にあるからね。ここまであるから。これがなんと今ゲームカタログの人は無料でできちゃう。素晴らしい。で、こういったお肉とかもこっちにセットすることができるんで、こうやってセットして、こうやって食べると。セットして、ここにセットしてやると食べるっていう行為になるんでね。で、メーターとしてはね、左上の方に、緑色の水のマーク。これが喉乾いてますよって、今半分ぐらい。で、その横がお肉のマークで、お腹空いてますよ。今満タン、今お肉食べたから。で、その横が重しのマークで、荷物が今全然持ってないから、全然大丈夫ですよっていうマーク。で、最後が温度のマークだね。マークとよく似てると思うけど。で、今ちょっとほら、黄色くなったでしょ。ちょっと喉乾いてきましたねっていうところで、これを今3杯飲めるから、あと、耐久酸っていうのが水袋はあと3杯飲めますよっていうことなんだけど、ペッて飲むとちょっと回復すると。で、飲んだことでちょっとだけ経験値増えてるっていうのが、白い上の線。あれが経験値の線で、その下が赤いやつが HP。で、その下がスタミナ。こうやって回避すると減るのがスタミナ。っていうのが全体的な見え方ですね。で、ご飯を食べると満腹っていうゲージが出るんですけど、一定時間満腹状態になってると、今 HP 減ってないからあれだけど、HP が減ってる間は、満腹の状態は食べたものによって、今回はこれ食べたから、炙り尻肉だと HP3 秒ごとに3か4だったかなが、常時回復していく。ってなるんで、HP 減ってたら、なんかお肉でも何でもいいから食べれば、常時ちょっとずつ回復していきますよっていう感じですね。っていうのが一応全体的な。で、あと、この次の旅路がね、この繊維を集めろで、この、わかるかな？これはね、取れないんだけど、これ取れるのよね。これはね、四角を押すとこで取れるんで、これで繊維を集めて、こうやって何回か取ってると、こうやって旅路達成です。で、衣服を生産してくださいって出るから、このイベントリーを出して、こっちの生産画面で、こうやって服を作っていきましょうと。で、これ衣服生産達成。で、今ちょっと繊維があんまりまだないから全部できないけど、最初だからちょっとね、こうやって頑張って繊維をね。で、こうやって取ってるとどんどんレベル上がっていくんで、
で、ちなみにね、この辺のちっこいやつは手で拾える石なので、この辺もね、アークやってる方だったらね、わかると思うんだけど、多分最初のエリアだと、こういう繊維と、絹じゃない、枝と石が落ちてるから、まあちょっと枝が見当たらんけど、で、多分こんだけ取れれば、一応、すっぱだかの状態から、何も着てないと自動で装備されて、着てる状態だったら、こっちのイベントリに入るっていう感じですね。木の枝ぐらい拾いたいけど、あったあった。これが木の枝ね。この辺をね、最初はとりあえずちょっと拾えるものね、どんどん拾っておくと。で、ちょっとあそこに近づくと、ちょっとね、軽いイベントがね、起きるんでね。いませんね。で、一応今、旅路がね、次、スキルポイントっていうことなんで、このスキルポイントをね。で、最初はね、旅路をやってほしいんで、本当は、おすすめはここ。ここを上げることで、持てる量が劇的に増えていくから、早めにちょっと、せめてこの真ん中までぐらいまでは上げたいんだけど、真ん中まで持っていくのにレベルが10必要になるから、ちょっとね、どうかなって。旅路がね、腕力がね、10と身のこなし10いるんだよね。だから先にこっち振っちゃいたいよねっていうところもちょっとあるから。でも、俺はここちょっと振るけどね。ここ振るとね、荷物がね、一気に持っているようになるんだ。後々楽になるから。で、他の生存者を探すっていうことで、北にどんどん上がっていく。上がりながら、とにかく木の枝とか、繊維とか、とね、素材を集めながら、で、さっき皮袋拾ってるからね、一応最悪水は大丈夫で、食べ物もお肉あるし、実はこれさっきから草取ってたら拾えてるこの辺の虫とか蜂がね、食べることができるんで、お腹空いたらこれ、あんまりお腹いっぱいにならないけど、で、さっきのお肉と一緒で、これも食べると満腹になって、3秒間に HP が1だけずっと回復するようになるから、最初には、ね、結構大事な回復アイテムになりますね。ちなみに HP はここにね、ゲージとして210かな、今。こうやって見えてるんでね。もし見えてない人いたら設定で変えれるのかな。設定でね、どっかにそういう数字化するみたいな項目がね。そうそう、常時回復って大事なんだよね。ちょっとこの辺の設定だけなんかちょっとどれか忘れたけど、してもらったら自分の HP がわかるから。あ、これがコウモリね。あいつともね、いずれ戦うことになるんで。で、製造者っていうかもう食われてたね。もう見て、足もないから。で、一応これがね、ストーリー絡みの一応。気になる人はね、これを聞きながら、こっちで一応テキストもね、こうやって R1 をしてもらうと情報でテキストも読めるから。ほんとこのコナンの世界にどっぷりハマりたい人は、ぜひね、こういう一個一個、いろんなところに落ちてるから、こういう書物だったり、さっきの石碑みたいなやつ。そういうのをね、どんどん探していってもらえると、コナンの世界がね、分かってくるかなと。で、基本的には、向かう場所は、今俺ちょっと下向いちゃってるけど、上ね。下行っても、ここ行っても本当に何もないから、基本は上。あっち方面だね。地図見てもらってちゃんと上に向かって走ってるか見てもらってね。砂漠なんでね。ここちょっと今俺それちゃったから違う場所。基本的にはこの道沿い走ってもらったら大丈夫なんで。ね、ちょっとなんかほらいろいろ串刺しにされてる人たちがねこうやって見れるって。
で、ちょっと旅路でね、石を集めるとかって出てるんで、こうやってね、石をこうやってね、拾って、で、達成されないなってなるんだけど、これ5個だからね、5って書いてるでしょ。カッコ5って木の枝もカッコ5ってなってるから、木の枝もちょっとこの辺で拾っていきたいとこだけど、落ちてないか。落ちてないね。基本旅路通りやってってもらったらね、大体の進め方は分かっていくと思うんでね。木の枝を5本。で、旅路をやるとレベルも自然と上がっていくので、ね、ほら、レベル上がったでしょ。木の枝がないな。あと3個木の枝欲しいんだけど。これね、最初からじゃない人とかだとね、もうどんどんこれでバーって作っていっちゃうんだけど、できたらね、旅路通り進めてもらう方が、二度手間が減るかなっていう。ね、ちょっと、あれだよね、建物とかも出てきて。基本的にはこっからが本当のサバイバルのエリアかな。こうやって木の枝の旅路が終わって、次石のつる橋を作りましょうっていうことなんで、これを作りましょうと。で、石のつる橋ができました。で、ショートカットに自動でこうやって入ってるんで、こうやって出してもらって、こうやってやるとね、閉まって、もう一回こうやって選んだらこうやってやるんで、カンカンしてもらうと。で、そうすると拾いよりもたくさんね、手に入るんで、結構ね、こういうの壊せるんでね、こっち壊せるけど、こっちのでかい方は壊せないんでね、この辺だけちょっとね。で、あと取りすぎると荷物がパンパンになるんで、今で 16% かな。この辺ちょっとね、最初の頃は保存場所ないから。で、石の武器を生産してくださいなんだけど、今これ石の武器ないでしょ。で、文章読んでもらったら、知識メニューから戦士、乱暴者、または喧嘩屋の知識をアンロックしてくださいって出るんで、これね、メニュー画面の R2 を押してもらった時のこの知識のところで、で、R1 を押してもらうとこうやって切り替わるんで、この切り替わった中の、この武器のマークのところが、この戦士ってやつ。で、ただ、最初の頃のスキルはだいたいこのホームマークのところで一通りセットされてるから、基本はまず最初ここにセットされてるやつを覚えてもらえたら、ある程度のやつはできるようになりますと。で、それぞれがこっちの方に割り当てされてるから、より深い知識を覚えたい方は、こっちから覚えてくださいねっていう感じ。ベースラインはここにありますよ、なんで、とりあえず最初はこれだよね。まあ、俺は両手剣覚えたかったんだけど。両手剣もコストゼロになってんね、今ね。前これコストゼロじゃなかったのに。コストゼロだね。だからこのコストゼロのやつはもう全部ね、こうやって覚えてもらったら。わかるかな。右の方にレベル3コスト1ってなってるやつは、今使用可能3なんだけど、1使いますよっていう。例えばこれやったら、これで1個減ったよね。で、使用済みが1になって使用可能が2ですよっていう。で、こうやって赤いくなってるやつは、これ、1個これを覚えてくださいよと。レンガのやつなんで、これだよね。これを覚えたら、この木の箱が解放されますよっていうような、そんな感じの見方ですね。で、ここまで覚えたら、ここにこんだけ追加されてて、でとりあえず今は石のなんか武器をって言われてるから、もう俺はね、両手剣。で両手剣見てもらったら、繊維のところ
紐5個のところくるくるってなってるやつは、本来はここで5個作らないといけないんだけど、それを自動でね、やってくれるっていう。もう5個勝手に作ってくれて、両手剣が完成。で、両手剣がここにセットされてますよっていうね。この両手剣もう強そうでしょ。ね。流れですね。で、次、寝具を作ってくださいっていうことなんで、この寝具で作ろうとすると、紐が3個いるんだけど、紐3個が繊維で9個いるから、今繊維がないんで繊維を拾いましょうと。で、これで寝具が作れますよと。で、どこでもいいから寝具を置いてくださいね。で、寝具じゃあこれ作ったやつがね、こっちに自動で多分はまるから、これね、基本的には、こうやってやると元に戻って、こっちに入ってる状態。この状態だと置けないのよね。置けないから、基本的には必ず設置したいものはショートカットにセットして、こうやって設置場所、緑色になるところを探して設置すると。で、そうするとここがリスポーン地点になるんで、もし死んじゃった場合は、ここで復活できますよと。ここではなくてね。これがないときは、もう復活場所ここしか、ここ、どこかで復活ってなるんで、注意ですよっていう感じかな。とりあえず俺ここではなくていいんで、一回これ設置しても、こうやって所持品に戻すって、四角ボタン長押しするとできるんで、そうするとまた戻るんで、またどこでも設置できるから、でここでのリスポーンはだから今なくなってるから死ぬと初期位置に戻されるっていう形になるね。でとりあえず最初敵を倒せと。で、そろそろ水がやばいんでね。水場のとこでね。で、最初ね、敵ああいう強いやつ倒すよりはね、こういう子供さんをね、さってやってもらう。ちなみにこの子供さんね、捕まえることもできるんでね。捕まえて成長するとああいうでっかいあれにできるんだけど。で、この辺りでね、もうこの辺のカワハギナイフとかもね、作っといてもらうとね。こうやってね、皮が剥けるんでね。まあ、皮より包丁の方が良かったかな。皮と包丁。ただ、木の枝がね、5本いるんでね。石の斧作ってきゃよかったね。ちょっと木の枝探す。あとこの卵もね、こうやって食べ物としてね。これ生で食べても大丈夫なんで。で、次包帯作ってくださいっていうことなんでね、これで回復できますよっていう包帯が。1個で3個も作れてね。これをね、こうやってここでまたイベントリーに設置。で、この使うと、動けなくなるんで、この状態で動くとね、治療が止まっちゃうから、回復が終わるまでちょっと待機だね。ちなみにこの小人さんは攻撃するときにね、よく見といてよ。ほら、おならするっていうね。まあ、おならなのか、手の振りの風なのか。で、こうやってね、動物として争ったりもね、するんでね。で、ちょっとね、お肉がね、欲しいなっていう場合は、ちょっと包丁をね、作るのに木の枝がいるんで、とりあえず木の枝ね、ちょっと最初多めにね、拾っといてもらった方が、こうやって拾って包丁と、あとできたらこの石の斧だね。これで一応この4種類セットができたから、で、包丁を使うときは、こうやってセットして、で
剥ぎますよと。ね、ここで食べ物がね、どんどんできていくんでね。で、オンラインだとこうやってね、いろんな人が作った建物がね、見えるんでね。全然ね、侵入してもらっても何の問題もないんで。あ、どうもこんばんはです。今日はね、ちょっと初心者応援企画としてね、やっております。で、こうやって水袋をね、水辺でね、これで浸かる必要ないんだけど、この状態でポチって四角を押すと、水袋に補填できると。で、これ人はね、ちょっとね、危ないんでね、こうやってね、水辺にこうやってね、深いとこ来るとね、あいつら攻撃できないから。来れないからね。ここ、安全地帯だからね。これを覚えててもらうと、アークと違って水辺で襲われることはないんでね。アークはね、サメに襲われて死ぬから。悲しかったね。トリケラトプス死んじゃったからね、俺の。で、基本的なああいう建物があるところの近くには、建物は建てないようにね。まあそもそも建てれないんだけど、建てれるところまでじゃあ近づいて、例えばだけどさ、この辺とかね、建てようと思ったら、こうやって探っていくと、ほら、この辺りで建てれちゃうわけだよね。ただこれしちゃうと、この人たちに迷惑かかるから、オンラインだと。あと、このゲーム、粛清っていうゲームが、システムがあって、自分の拠点にめがけて、人だったり、魔物たちが襲ってくるっていうのがあるのよね。ここで今、粛清メーターってキャラの一番下にあるんだけど、あれが1個目のサインを超えたら、線を超えたら、そういうイベントが拠点に向けて起きるんだけど、それが起きた時に、お隣さん傷つけちゃうんだよね。だから、この子たち死んじゃうんだよ、もしこの辺で湧いたら。逆に向こうがそれが起きた場合に、こっちの建物を壊しちゃうから、向こうの人たちが申し訳ないなって思ってしまうから、そうならないように、一定距離は必ず離れたところに建てるようにしましょう。ここ作れるからここに作っちゃえってやると、もうここの人たちはもうね、気が気じゃないことになるんで、そこはね、ちょっと、なんていうのかな、暗黙のルールというか、一応運営としても、近すぎる建築は赤番対象には一応しているから、まあ、簡単にはならんけどね、ここに信号置いてちょっと建物建てたぐらいじゃ赤番にはならないんだけど、ただ基本的にはおすすめされてないし、やっぱやるべきじゃないから、例えばあの辺に建物があるなって言うんだったら、少なくても、距離感で言ったらね、やっぱ、これもちょっと近いな。まあ、ここぐらいからスタートしていく。要は、一番端っこがここぐらいで、この辺ぐらいがまあ中央値ぐらいで作る感じだったら、まあまあ、あそこに迷惑かかることはまあないでしょうっていうような距離感かな。まあ、でも、できる限り話した方がいいけどね、巨大建築作るんだってなったら、読み込みでね、PS 版の場合、読み込みが終わらずで落ちるということにもなりかねないから、その辺はちょっと注意ですね。ちょっと次の焚き火だね。焚き火はさっき知識でね、覚えた、これだね。で、焚き火ここで作れるから、木の枝がまたね、いりますよと。で、木の枝がね、必要な場合、さっき石の斧をね、作ったから、この石の斧ね、使って、こうやってね、木を切るとね、あんまり、こうやって木の枝が何本か落ちるから、もう木の枝落ちてるやつを拾わなくても、この斧さえ作れば木の枝はすぐね、手に入るんで、で、こうやってね、打って、で、この辺ぐらいから、ちょっとね、どこに拠点作るかなっていうのも考えてもらいながら進めてもらうと、最初のこれはね、すぐ撤去できるから、置いてもらって、で、生肉入れて、とりあえず焼くのに繊維か木の枝か
木材がいるんで、とりあえず木材いっぱいあるから、これで焼いてもらった。ただ、木材すごい早いからね。木の枝だともっと早く燃え尽きちゃうから。で、こうやって焼き終わったお肉を食べると、所持品に戻してれば常に持ち歩けるんでね。いいんだけど、こうやって生物を食べた場合ね。こうやって生物食べると食中毒になるんで、食中毒1回だけだったら HP そんなにね、減っていかない。ほら、1ずつわかるかな？ 173 に今下がってね。多分3秒かなんかに1ずつ。3秒じゃないの、もっとかな。10秒に1ぐらいかな。10秒ぐらいだね。に1ずつ減るぐらい。ただこれ肉食べ過ぎると食中毒10まで加算されるからそうすると、えげつない量減っていくんでね。生物ばっか食べるのはやめましょうっていう話かな。こっちの普通のお肉だったら、食中毒にならないから、今ちょっと食中毒中だから、ちょっと食べるの避けるけど、この辺であとこの辺取ったら多分レベルそろそろ上がると思うから。もうちょいかな。上がった。なかなか食中毒治らん。このね、葉っぱも取れるからね。取れそうにないなってやつも取れるし、このウサギさんはね、昔取れたんだけど、じゃあ、白いウサギはね、取れるんだけど、取れても、今始めた方は、飼いならせないから。ちょっと悲しいけどね。ちなみに今、ツイッチドロップスってやつやってるんだけど、今ちょっとバグってね。バグってて、できないので、そこだけね、注意で。この虫とかもね、これ食べ物なんで、地虫。これ食べれる。ただ10分でね、消費時間来ちゃうから。お肉は焼いた方が基本的には倍ぐらい、倍は行き過ぎかな。ちょっと伸びるんでね。1.5 倍ぐらいかな。はちょっと伸びるから焼いた方がいいかなって。で、これで初期旅路が完了しましたって今出たんで、この必ずここね、右下の報酬獲得ってやつをね、忘れずに。こうやって報酬獲得ってやると、ここで補給品がもらえるから、で、そうすると、次の旅路が、この3つ今解放されてる。で、この辺は全部ロックかかってるから、ダメで、今いけるのがこれと、この3つと、好きなものからスタートしていいですよっていう感じで、で、必ずこうやって選択しないと、動かないから。で今、わかるかな？選択したらいきなり2つ終わったよね。今、知識とかに関するものに関してはすぐ終わる。でも、斧で切ったんだけど、それは今から実行しないと完了しない。ちょっとね、ややこしいんだけどね。これでやると、これは完了する。火がね、倒れたら完了みたいな感じかな。で、次、建設ハンマーを作ってくれっていうので、これだね。とりあえずね、一旦ここに拠点作っちゃうけど、もうここね、ただ、あそこにも拠点あるし、あの辺にも拠点あるし、あんまりね、いい場所ではないんだけどね。ただここ水があるから、もしそのさっき言ってた粛清ってやつが起きたとしても、あそこに当たることはね、ないし、あっちに当たることもないから、まあちょっと俺ここで粛清を起こしたことないから、多分としか言えないんだけど、あっちから来ることはないとは思うんだけどね。まあでもちょっとこれぐらいの距離感だとちょっと立てるのを控えた方がいいかもしれないね。ずっとここで生活する場合ね。これはここで生活はする気ないから、いいんだけど。あと、この補給物資もらった後すぐ開かないようにね。荷物パンパンになるかもしれないから。ちょっと、保留しといてもらって。で、建設ハンマーをセットしてもらうと、
この建設ハンマーで L1 を押すとね、こういうどれを建てますかっていうのが選べるから、まずは建物の基本は、この三角土台か四角い土台。これがまずベースに一つないと基本的には建てれませんと。で、ちょっと玄人の人たちは、この土台を置かずにいきなり柱スタートっていう人もいます。これはちょっとね、超高度なね、話になるんだけど、さっきの粛清っていうのはね、起こしたくない場合に土台を置かないっていうね。土台が置かれてないと粛清が来ないっていう習性があるので、だから土台をあえて置かないために柱からスタートっていうのが、やるケースもごくたまにね、ありますよっていう。1個目の拠点はね、基本的に粛清来てもらっていいはずなんで、こうやって土台を置いてもらって、これ PS 版久しぶりだからちょっと操作忘れたけど、これさ、なんか右にあれが出ないね。なんか出なかった？なんか押さえてるこれ。なんかが、案内が出てないよね。あ、これかな。この状況依存コントロール表示ってやつだけチェック入れといてもらって、多分普通の人は入ってるはずだから、あれ関係ないな。あれた。左にね、こうやって建設モードのやつが出るんで、これ普段は L2 とか R2 右回転左回転なんだけど、この辺に立てたい場合に、下ボタン1回押すと、下に移動とかこうやって、こういう移動もできるから、もう1回押すと左右回転、もう1回で上下。っていうので、この水面ギリギリにね、建物建てないなーっていう場合だったら、ちょっとうまく合わせてね。とか、もしくは上に飛び出したい場合はこうやって飛び出したりとか、いうのが調整できますよっていう。で、これで設置をポチって R1 を押すと、これで設置できますよと。で、これで気に入らんかったら、ぶっ壊して、35と5って全部返ってくるから、これでまたちょっと調整して、あ、これぐらいだね、みたいなね。あ、どうも、ブロちゃん。こんにちは。ちょっとね、今日はね、初心者応援企画をね、しております。でこうやってね、土台をね。土台を置くのにね、石がめっちゃいるからね。とりあえず石をね、こうやってカンカンするっていうのが最初のね。ね。今日多分ね、ログインしてる人も多いし、やっぱゲームカタログのおかげじゃない？ちょっと、パンコムさん、今が売り時なのになんでドロップ失敗してるんだろうね。てか今からウサギもう一回復活させたらいいのにね。絶対ウサギの方が喜ばれるのに、あんなよくわからんフィギュアより。あ、びっくりした。こうやって急に襲われるんでね。そうそう、初心者講座。こうやってね、人をやっちゃった場合は、人からね、こうやってアイテムもね、拾えるんでね。ぜひ、乗ってもらって、そして人はね、なんとちょっと皮も剥げるっていうね。ちょっと配信上いいのかなっていうね。ね、人肉とね。どうしても人肉食べたくないんだっていう人はね、もうこうやってポイって捨ててもらったらね。ちょっとこれね、旅路に出てこないんだけど、この修理ハンマーってやつをできたらね、早い段階で作ってほしいんですよね。特にオンラインの場合。オフラインの場合は、あんまり修理ハンマーそんなに意識して、早めに作る必要ないんだけど、オンラインでやる方は、ちょっとね、修理ハンマーだけ先にね、作ってください、これ。もう5と木材20で作れちゃうから、この修理ハンマー何が大事かっていうと、建築する上でも大事なんだけど、これ使うとね、
他の人の建物とかもいろいろ確認できるんだけど、自分の建物も、こうやって見てもらうとね、劣化時間っていうのが出るのよ。だから今2つしか置いてないでしょ？ 1 時間で劣化しちゃうから、今もうこれ疲れたと思ってログアウトすると、明日の朝自分はここですっぱだかで転がって、すっぱだかっていうかこの状態で転がってるので、偶然ここに誰かユーザーさんが来てワニに襲われた時に自分も殺されちゃう可能性が出てくる。非常に危険なことになるから、この劣化時間ほら、59分だったでしょ？こうやってちょっと離れて、近づくと、またリセットすぐかかるんだけど、かかんない。1分ぐらい経つとね、また1時間に戻ると思うんだけど、10分じゃない、あと1分、10秒、20秒。戻ったね。自分が近くにいれば常にマックス値にはなるんだけど、このマックスが、10日間、240時間かながマックスになるから、できたらもうこの拠点でしばらく行くんだっていう場合は、これが240になるように。で、あともう一個注意点が、この安定性100ってやつがあるんだけど、これ土台で作ってる間は何の問題もないんだけど、壁とかね、こうやって作って、で、こうやって作って、こうやって置いた場合に、ここは安定性100でしょ。で、この100がこの上まで行ってるから、これも100、これわかるかな？ 100 が上に行ってるんだけど、80ってなってるでしょ。で、この横が60ってなってるでしょ。じゃあその次は、これ40になってんだよね。で、その次が、20。ってことは次0になるわけだよね。だからつかない。この天井の次は、このままだとつかないから、ここには、こういう壁だったり、柱を置かなきゃいけない。もしくは、こっちの奥から伸ばしてくることで、ここに柱を置かなくても、こっからさらに4マスつなげることもできるけど、結構ギリギリになっちゃうよっていう。で、この状態で、じゃあ、この柱を壊したら当たり前だけど、これ壊れるよねっていう。これも全部ね。だから粛清とかが起きて、この拠点壊されそうな時に、ここが壊されたら、こことこの辺まで全部壊れるんだ、みたいなね、形になるから、少しでもこの安定性が保てるような、こういうものを、どう置いていこうかとか、そんなことも考えながらね、やっていくと。ほら、1回で壊れたでしょ、全部。これがわかるのがこの修理ハンマーだから、建築する上でね、非常に大事だし、自分の建物があと何時間で壊れるかっていうのもわかるんで、まず最初にこれ作っといてほしいかなっていう。できたら最初もうそろそろね、多分砂嵐来るから砂嵐来た場合に多分最初に耐えれないんだよね。死んじゃうから、まず砂嵐来ても大丈夫なように建物だけね。どうもです、マウラさん。こんばんはです。初心者救済企画をね、コナンをみんなに続けていただこうっていうので、今回のこのゲームカタログで、コナンプレイヤーを100万人増やす企画。100万人増えてきたら、ほら、一人一人の配信者さんのところに1万人ずつ来てくれるじゃない。そしたらもう、コナン配信者全員1万人登録者が、から、全員収益化できるって非常にね、ウィンウィンな、っていうね、企画を今してるところですね。そういうことなんですよね。夢あるでしょう。でね、ちょっと言うの忘れてたけど、こうやって使いまくってるとね、壊れるんでね。壊れるんで、壊れちゃったら、これ三角を押すとね、修理できるから、三角で修理か、もしくは、ここでその他 R1 で修理ってやると、素材があれば、
この辺だと今石でできてるから、石と木があったら木の枝かな、修理できるんで大丈夫なんだけど、ある程度ちょっと強い武器になってくると、なんと修理普通にできないっていうのも出てくるから、ちょっと壊さないようにね、注意しなきゃいけないっていうのも。だこれブロちゃんが言うには、これ最強のツールだから、いつでもどこでも修理できるっていうね。壊れてもすぐ修理できるから、石だから。ある意味無限ツール、こうやってすぐほら石1個消費してすぐ回復。序盤にね、こういう最強のツールが手に入るんでね。でね、今初心者の方向けにね、この辺でやってるけど、初心者じゃない人はね、多分始まってすぐね、ここじゃなくてもうね、この辺か、俺はね、だいたいいつももうこっちの方行っちゃう。人によってはもうこの辺とかも行っちゃう人いるよね。こことか、あと、もう、リュウさんたちとかだったらもうこの辺だよね。M さんとかもね。あ、ほんと。もうぜひね、初心者救済企画としてね。だからね、初心者の方見つけたからってね、いろんなものあげすぎないようにね。ほら、野良犬とか見つけてすぐ餌あげちゃったらほら、ダメじゃない。野良猫にいっぱい餌あげちゃったらほら、野良猫いっぱい増えちゃうから。そうそう、最強ツールになるから、やっぱ上げすぎちゃうとさ、なんだろう、自分でいろいろ探るって楽しさがなくなっちゃうから。いや、楽しさがね、やっぱ探っていくっていう楽しさがあるからさ、木材と、上げすぎちゃうと、その辺が、なんかもう全部賄えちゃうから、このゲームって。もらえちゃうんだよ。ここにポイって捨てたら、渡せちゃうから、木とかだけじゃなく、最強武器、最高防具、最強の奴隷とかも渡しちゃうゲームになっちゃってるんで、まあ最初からそういうのが欲しいですって人にはもうあげちゃってもいいけど、そうじゃない場合はね、ちょっと生温かく見てあげながらね、ただ、死んじゃって大変な時は助けてあげると。もうやっぱこのゲームの一番怖いのは、ダンジョンとかいろんなところで死んじゃってね、死んじゃったらね、30分以内に回収しないと全ロスしちゃうから、もう一回その場所に行かなきゃいけないっていうのが本当にしんどくて鳥肌が立つことって多分ね、みんな感じてると思うんだ。そういう時はちょっと周りのね、危ない敵とかを処理してあげて、拾いやすい環境をね、やってあげるとか。そう、確か30分だと、昔もっと短かった気がしたけど、だからね、結構その間に取りに行けなかったら、怖いよね。ごめん、もしかしたら10分かもしれんけど、10分だったらごめんね。ただ一応死んじゃったら、墓が映るから、その墓に向かってとにかくダッシュっていうね。あれなんかがないと思ったら、紐か。紐、建築する場合の紐は、ここでちゃんと作らないと、自動生成はしてくれないんでね、そこだけちょっと。で、これで扉が出来上がるんで、扉ができました。あと天井をね、こうやってつけて、はい、これで家が完成ですっていう感じかな。一応旅路の方は今これ複製しましょうっていうことだから、こうやって選択した状態で、R3 ボタン、スティックを長押しすると、これもね、最近追加された機能なんだけど、こうやると、この建材を連続して作れるっていう機能がね、こうやってね。あ、そうだね。もし死んだ人がいたとしても、こういうツルハシとかカワハギナイフで、人の死体をこうやって剥ぐのはね、絶対 NG ね。オンラインは。それをすると、その場の、その人が持ってったやつが全部
皮袋に変わるんだけど、皮袋になったら10秒か20秒で消えちゃうから、全ロスになるのよ、一瞬で。で、この世界は怖いんだけど、そういうことをするクソプレイヤーさんがいるから。もしそういうクソプレイヤーさんを見かけたら、もう速攻で晒してあげましょう。最低なこと言ってる俺。こうやって階段も覚えるとね、こうやって階段もね、こうやってつけれるんでね。うん、もうクソプレイはね、全力で晒していいと思うんだ。うん、俺はもうクソプレイヤーは晒してるからね、実際も過去に一人二人かな。とあるクランの人たちはもう晒してるからね、もう絶対消してやらないんだから。あいつら俺のこと誹謗中傷してきたからな。俺たちはやってない。やってないのになんで赤番になってんねんって話だからね。もうね、そういう、まあ、偶然でなんか間違いでやっちゃった場合はね、またあれなんだけど、自分がね、そっち側にならないようにだけちょっとね。そうそう。証拠全部揃ってて、最終運営に任せてもなおのこと、運営も、あ、犯人ですねってな話だから。99% そいつらが犯人で、ラスト運営に任せたら、いや、犯人ですっていう話なのに、それでも俺たち無実だ。でまさかの、その正面にいた人も、あの人たち優しい人だから違うんだって言い出すんだけど、いや、犯人あなたか、そいつらかしかいないんですよ、みたいな。じゃあ自分が犯人って言うのみたいな。もうね、ちょっとこれ急いでやりすぎたね。旅路が。こうやってちょっと急いじゃった場合は一回こうやってね、ちょっと一回削除して、また帰ってくるから、これでね、もう一回扉をつけたら、これで達成だね。あとちなみに扉もこうやって開けたら、この世界すごくてね、マイクラだったら自分で作らないと自動扉にならないんだけど、この世界ね、放置してるとね、自動で、あれ閉まらんね。自動でね、閉まるはずなんだけどね。あれ閉まらんね。あれ閉まらんね。おかしいね。ちょっと見てると、あれかな。ちょっと恥ずかしがり屋だから閉まらんかもしれない。あ、閉まった。ほらね。こうやって自動でね、閉まるんだよ。ただ、これをあえて自動で閉めたくないよという場合ね、例えばだけど。ほんとね。意外に長かったね。例えばだけど、ちょっと遊びでさ、例えばだけどね、なんかちょっと遊びで、こうやって、窓をつけて、で、紐がね。紐が足りない。序盤はね、結構、繊維がね、ネックなんでね。レベル12ぐらいまではちょっと我慢してもらってね。で、これでつけて、で設置して、で、こう長押しするとね、自動開閉を無効にするってできるのよ。そうするとこうやって一回やると、ちょっと待って。で、これで自動開閉無効にしたら、こうやってもうずっと開きっぱにできるんだよね。そうすると、ちょっと、あれだったな。この、窓のところにずっとこの木がね、見える状態が作れたりとかね。ここはあれじゃないだから、ここを削除して、いろいろとね、遊びがね、できるわけですよ。ちょっと。もう建築はね、すべて発想なんで、どんなこう遊び心ある形で作れるかっていうね。
しゃがんですら遊べるんでね。こうやってね、設置して、こうして、こうやってやるとね、ほら、なんかここに、なんかがあるみたいなね。扉あるような見えるでしょ。扉ないんだけど。で、こっちから見ると、ほら、なんか、こんな遊びもね、こうやって無効にすることで、自由な発想でできるわけですよ。そうそう。もうね、自分の発想次第で、何にでもなるから。すべてはあなた次第ですよ。これ扉閉まっちゃった。あれ俺、今向こうにせんかったっけ？向こうにしたよね。だよね、向こうなったよね。おかしいな。まあいいか。まあ、一応こんなことでね、いろいろ遊べるし、こうやって階段つけたらね、こうやって2階を有効活用で、ここ穴開けたら、下からこうポッと飛ぶこともできるしね。どうとでもこう拡張していけるから。こうやってこう天井こうつけて、で、こうやって、この海の中にね、こうやって天井をつけて、で、この辺りに、じゃあ柱をつけてってやれば、2階だけ拡張っていうのをね、こうやって潜れるからね、これちょっと微妙に、どうかなっていう時はこうやってハンマーにすると安定性100だね。あ、大丈夫だ。上まで100持っていけてるねって。さっきの柱だと100持ってこれてなかったけど、ここ100持ってこれるのよ。わかるかな？ここ80になるでしょ？でも柱だったらね、100を上にそのまま持ってこれるから、この100からまたスタートで上に持ってこれるっていうメリットがね、壁と違って。ちょっとね、壁と柱でちょっとなんか建築の幅がまたちょっと違うんだよね。あえて柱を置くことで上を100にできる。要は土台と全く同じ状態が作れるから伸ばしやすくなるとか。そうだね、壁作んないからね、俺。壁なんていらない。PVE に壁なんていらない。でもここはほら一応砂嵐来る領域だから壁ないと死んじゃうから。で、一応こうやって出来上がったら、普段ログアウトするときは、この中でね、ログアウトしてもらったら、してないかも。ほら、いいでしょ。ちょうどこう、ちょっと水がピチャピチャしてるね。で、とりあえずね、本当はここにベッド作ってもらう方がよくて、まだベッド覚えてないからあれなんだけど、まあちょっと、まあ多分旅路の後かな。ちょっと急ぎすぎた。遊びすぎた。とりあえず一旦ね、寝具この辺りに置いといて。一応これでね、ここで死んでもここに戻ってこれるっていう状態がね、出来上がりましたよ、と。で、建築の時に、R2 を押すとクラフト系、作業台系だね。で、装飾品系って、こうやって分かれてるから、だから建築するときにちょっと注意点が、タッチパッドを触って作れる、ここの部分と、あと別で建築ハンマーで作れる部分と、あとこれから作っていく作業台で作れるものっていうので、全部で3パターンあるんで、それだけ覚えておいてもらえたらね。これまた紐が足りないから紐集めだね。最初はね、ほんと旅路がね、でも別の旅路に沿ってやる必要はないから、もういいんだっていう人はもう旅路無視してね、やってもらっても全然。ちなみにこれはね、アロエっていうものでね、あれ、取れてない。取れた。このアロエの葉っていうのが、この包帯の
包帯よりもいいこのアロエエキスってやつをね、作るのに必要なもの。これはね、歩きながら回復できるから。で、包帯よりも早くクイクイクイって回復する。非常にね、重要な。まあ今使っちゃうけど、こうやってね、ここで飲んでもらってもいいし、こうやってセットしといてもらって、クイって。飲むとこれ歩きながら、ほら。注意点はダメージを受けると回復止まっちゃうから、そこだけ。今ある程度紐取れたから、三角で押すとマックスで一気にもう作れるんでね。はい、これで木の箱が出来上がりました。で、木の箱は別段、この辺とかに置いてもらっても、中に入れてもらっても、他の人に取られることもないし、問題もないけど、注意点は1個だけ。さっきちらっと言った、この粛清メーターってやつが、あそこの線まで溜まって7割かな。溜まった時に起きた場合に、この宝箱を目指して襲いに来るから、宝箱はできたらね、やっぱり真ん中に入れときましょうっていうことですね。あ、心さんどうもこんばんはです。初心者の方が見てるかどうかわからない初心者講座を今やっと。これで木の箱を置くとね、ここにいろいろ重たいものとかしまっておけるんでね。これでやっとこの補給物資開きましょう。果たして何が入ってるだろう。ちょんって。はい、木材500と1500ね。危なかったよね。さっき開いたらもう荷物パンパンになってたよね。っていうけど。ちょっとここにね、しまっておきましょうっていうので、しまうと旅路が完了して、レベルも上がると。で、旅路が終わったら、報酬受け取り。で、サバイバルキットがもらえますよと。で、そしたら今度はこの戦士の旅路をやっていきましょうっていう感じね。ちなみにこのサバイバルキットも情報を見てもらったら分かる通りで有用なものが入ってますよっていうものだから、どうしてもね、俺はコレクターだっていう方はこのまま残しといてください。もらえないからもう。そうじゃない人はこうやって使ってもらったら、全部揃うから、これで。ほら。この腹持ちのごちそう6時間持つ非常にいい食べ物で、これ食べると、わかるかな？持ち運べる重量プラス45。これめちゃめちゃでかいから。腐肉はね、お腹壊すから食中毒になるだけなんでね。6時間ね、重量45多くなるから、例えば今この状態で 44% でしょ、もう。重量。左上の五右衛門の下に書かれてるところね。44%。じゃあこれを食べますよ。食べると、はい。31%。13% も下がったんだよね。要はそれだけ多く持てるようになったっていうことになるから、結構これね、重要。ごちそうは手に入ったら、できれば保存していくと、よりいいですよっていう。今は保存場所ないから、しないんだけど。ちょっと今ね、旅路通りやってるからちょっとあえてないんだけど。とりあえず旅路やっていこうか。避ける。丸ボタンだね。赤ボタン。で、切る。これね、L2 なんだよね。これはね、L2 で蹴ると、相手さんちょっとだけひるむんだよね、人だったら。で、次、石付き棒を作ってくださいっていうことなんで、石付き棒は、これだね。石がいるよね。これもね、知識で、基本的にはさっきこの辺でね、覚えてるはず。この辺だね。で、大体こうやって荷物とか、荷物じゃない、こうやっていろいろ採取してても、何もなくなっていくように見えるんだけど、15分ごとにリスポーンするから、15分後にはね、また全部、基本的には復活。ただ、こうやって建物があると、建物の周り、ここぐらいまでかな、周辺は湧き潰しになって復活しなくなるから、建物建てる時の注意点もう一個は、だから、消えちゃいけないような素材があるようなところには建てないようにっていうところ。あと、ああいうノン PC がいるところ、あそこノン PC いるでしょ？あの近くに建ててしまうと、あのノン PC 湧かなくなっちゃうから、そうならないようにねっていう。
そういう場所に立てていくっていうことだけ意識してもらったら、で、変なところに立てたら、いいユーザーさんが、ここ立てちゃダメですよ、みたいなので、看板をね、立ててくれると思う。この辺りに。看板で、そこちょっとノン PC 脇潰しになってるよ、とかって教えてくれる人絶対いるから、そういうのを見かけたら、あ、ちょっとどけなきゃっていうので、もう撤去して別の場所に引っ越しするっていう感じかな。基本は、ごくたまにクソみたいな人がいるっていうだけなんで、基本はそう、ごくたまにいるクソみたいな人のせいでみんな辞めていくから、そういう人がいたらもう速攻で晒していきましょう。もうほんとね、害がある人はダメなんだよ。ほんと邪魔でしかないからね。そう、ごくたまにいる害がある人がほんとね邪魔なんだ。この人のせいでユーザー減っちゃうから。ただ PV では比較的少ないのは少ないんだけどね、そういう人は。だからちょっとPVEC とか行くと、ちょっと、なんだろうな、PVEC ってね、ルールがさっきも言った通り、ちょっと曖昧だから、クソみたいな人とかじゃなくて、PVEC だからこれはルール上いいでしょっていう判定にはなりやすいから、ほんと入るサーバーによってね、クソ基準はちょっと変わってくるから、ちょっとそこだけね、注意ね。PVE ではクソ的な行動であったとしても、PVC では、いや、ありだよねっていうケースもあるからさ。PVP だったらそもそもクソ的な行動ってグリッチぐらいしかないよね。それ以外は基本はね、まあ何でもいいでしょっていう場だから。まあ、本来 PVP で赤番になること自体がおかしい話なのにね。運営さんがそこだけちょっと基準がおかしいからあれだけど。どれどれなんだっけ、石突き棒だね。石突き棒を作って、まずね、最初はほんとこの辺の基本的なものをやってもらうと、いろいろ武器の性能とかもね、それぞれ違うんだよね。これわかるかな、違い。ちょっと俺が作った武器が分かりにくいな。でしょ、やっぱ絶対盛り上がってると思うんだ。だってゲームカタログ来たんだもん。無料でこれできちゃうんだよ。このハイクオリティゲームを。アークもいいけど、やっぱね、映像はコナンの方がダントツだよ。もう完璧だよ。バグさえなかったら完璧だよ。これね、ちょっとだけ武器の説明をさせてもらうとね、これ、物理攻撃力19で防具貫通 20% ってあるんだけど、要は防具の能力を 20% 落としますよってあるんだよね。で、これ体験だから 20% ついてるけど、普通の剣とか手斧だと 0% だったりするんだよ。0% とか 9% とか。だから防御力高い人にはダメージ与えれなかったりするんだよ。それに対してこの両手剣とか、この石突き棒、これなんか 24% だからさらに高いよね、防具貫通。だから防御力がある人に対しては、実はこっちの方がダメージは弱くても与えれるっていうのはあったりする。これがロックだね。ロックは R3 でロック。でもロックね、使いにくいから基本おすすめしない。で、この状態で、体験の場合は L2 を押すと、これになっちゃうからキックにならないのよ。その場合はこっちの石突き棒に切り替えると、キックできるから、まあでもさっき達成できてたね。ちょっと武器によってね、L2 が特殊攻撃だったりキックだったりするから、体験は、この技になりますよっていう、あれだね。はい、これが強攻撃ね。こんな遊んでるとね、めっちゃダメージ受けてると。これダメージ受けた場合は虫を食うと3秒ごとに1ずつ回復していくからね。3秒ごとにほら、114、1、2、3で115、ほら、これがね。これがでも意外に大事だから、満腹の間ずっと1ずつ回復していくから、最初はね、回復する方法が包帯とかそういうのしかないから、ほら、あ、2だった。地虫は意外に2だったね。
このステータス画面見ると今の自分の状態がわかるから、これたまに見てもらうと、どんなバフがついてて、で、攻撃とか防御力どれぐらいかで、今だと俺の防御力は、わかるかなダメージ減少 0%。防御値5だと、何の役にも立ってませんよっていう。次的に粉砕かなダメージを与えましょうっていうことなんだけど、これ石付き棒だと粉砕ダメージって入らないんだよね。このままだったら。でも、書いてないでここに当たってて、ただ、これ武器で、強攻撃で1、2、3、4、5までやったら確か、差がね、入るので、弱でもいいかな。コンボの最後で多分入ると思うから、弱で最後強攻撃でこう出ていくと、破砕って敵の防御力が下がる効果がこのコンボは持ってて、ちなみに両手剣ではコンボしてもそれはないんだよね。はい、入ったよね、今、破砕が。わかる？なんか縦のマークがね。で、こうやって遊んでるとね、私は死にそうになってるっていうね。ね。死んだ。で、こうやって死んだ時は、これで必ず寝具をね、選んでもらう。こっち選んじゃうと砂漠に行っちゃうから、寝具。で、ベッドがあったらベッドにも移動できるから、寝具とベッドを用意しておいてもらうと、2箇所どこでも復活できると。あれ、俺今寝具選んだ。寝具選んだはずなのに選べてないとこういうことになるんだよね。なぜかここで復活と。で、こうなっちゃった場合は、これ今何も持ってないから何も怖くないんだ。そういう場合はね、オプションボタンを押してもらって、キャラクターを選んでもらいます。で、この腕輪を取り外すという非常に怖いワードがあるんですけど、これをね、ポチッと押して、あなたは死にますがよろしいですか？はい、よろしいですよってやると、もう一回この寝具のところを選べるから、これ裏技ね。今日の裏技ね、これね。はい。裏技ですよ。覚えててくださいね。大事な裏技ね。これ忘れちゃいけない。これね。はい。こうやっても、はい。はい、戻ってこれたね。これで戻ってこれたら、とりあえずね、自分のこの墓ね、これ拡大を間違えた。こうやってね、拡大してもらうと自分の墓がどこかっていうのがね、ズームするとね、あ、この辺なんだねっていうのが分かるから、このまままっすぐこう。でそうすると自分の墓がね、うっすら光ってるんだよね。悲しい光をね、こうやってほら。でたまにね、死体とこの墓がずれてる時あるから、そこだけね、ちょっと注意で。全部拾う時は三角を押すと一気にダッシュできるから、もし敵に囲まれてても、敵に囲まれてるところをかいくぐって近づいて一瞬で三角パッと押す。ってね。いう荒技をしてもらったら回収できるんでね。で、自分の死体はこうやって、はい、回収してからね、ハグ。やると毛皮が取れるんでね。これね、さっき言った形で先に吐いちゃうと、ふっくろ状態になるんだね。で、そのまま放置すると結構本当に一瞬でね、消えてしまうから。それだけはちょっと注意ですよっていうところだね。人のやつは絶対剥がないっていうところだね。で、次は縦だね。こうやって切断された足とかも、これね、武器になるからね。グロが大丈夫な人はこれ武器にしてもらっても結構強いから13で、防具貫通見てもらったら分かると思うけど 40% だから、防御力高いやつに対してだったら、両手剣の倍ぐらいの攻撃力を示すって言われたから、全然強いから、グロ耐性ある人はね、こういうことにちょっとホラーチックになるから、俺は無理だから、捨てるんだけど。俺無理だからね。ちょっと俺ホラーダメだから。
で、こうやってカンカンしてる間に HP が回復するように常に満腹。そうそう、武器によってね、そうできる。あ、グロ大好きな人は、あの足弱いけど、あれの強い足も確かある。強い足作ってもいい。で、常にこうやって満腹にね、しながら HP をちょっとずつ回復していくと、無駄な消費もなくなるからね。で、ちなみに、こうやってちょっと見た感じ違うやつね。これね、つる草が取れるから、今は必要ないんだけど、後々馬とか育てるときにつる草欲しかったりするから、こういうの見かけたらちょっとこうやってつる草取っとくといいかなっていう。で、やりすぎるとかで壊れるんでね、本当は壊れる前に直す癖をつけてもらうと、こうやってね、壊れそうだなと思ったらもう先に直す。っていうのをしておかないと、大事なアイテムが壊れても二度と直せないっていうのが今後来るんでね。それで、一回泣いたことあるもんな、昔も。あ、骨血のつるはしが、当時まだね、全然手に入らなかった時ね。そうそう。直せんことないんだけど、直すのがめっちゃ大変だったりとかね。あ、でも骨血が壊れたらもう直せないな。うん、だから直せないの本当あるから。もう今はね、簡単にちょっと手に入るから、とあるイベントで。あれなんだけど、昔はね、ほんと出ない時全然出なかったりしたから、めっちゃ貴重だったんだよね。でもめちゃめちゃ役に立つから。何するんだっけ？あ、盾だね。今度は盾を作って、盾をセットして、違うね。もう石の槍だね。これね、トカちゃんにもね、言ったんだけど、俺も一回ミスったんだけど、スピアと槍別物なんでね。石の槍を作ってくださいでね。で、スピアじゃ何かっていうと、これ投げ槍なんだよね。投げちゃうとね、強攻撃で投げちゃうんだけど、投げたらね、なくなるのよ。ちょっと一個作ってみようか。こうやってね、こういうこう片手の装備なんです、スピアってね。で、普通はこうやってツンツン攻撃で、実はね、このツンツン攻撃が本当に強くて、これをね、タイミングよくツン、ツン、ツンってやると、ずーっとひるみ続けれて、こうやって大振りやっちゃうと負けるんだけど、もうどんな強い相手もね、殺せるっていうね、あれなんだけど、しくじると終わるから、もうこれがね、失敗。もうずーっとツンツンできる状態になると、これのね、敵を気絶させれるツンツンもあるんだけど、それだともう最強の選手も眠らせれるっていうね。ただ大変。で、これが、R2 を押すとね、投げちゃうね。なくなっちゃう。なくなっちゃう。で、よく見るとね、こうやってあるんだよ。これ、ほら、わかる？ここにあるの。で、こうやってもう一回拾うと、戻ってくるんだけど、たまに見つからんだよね。敵に刺さったまま見つからん時とかもあるから、ちょっとその辺がね。で、次が石の槍で、槍もね、特にこれ、効果としては武器でリーチが長いっていうだけで、バフ効果が何もないんだけど、これもコンボで、最終 R2 で攻撃入れると付随するっていう、両手剣もと一緒だね。両手剣もコンボで最終 R2 でこうやると相手が付随。で、付随って何かっていうと、なんと足が遅くなるっていう効果で、別なノン PC にそれを与えたところで何のあれも嬉しさもないんだけど、自分がされると非常にやばいっていうね。逃げるとき逃げれないっていうこっちの奥の方行くとね、ハイエナって人たちがいるんだけど、ハイエナくんたちに襲われるとね、噛まれると付随が入る。そうすると動きが遅くなって逃げ切れずに死ぬっていうね、初心者殺しのハイエナくんと呼ばれてますね。
っていうのがいるんでね、そこだけちょっと注意だねっていう。さあ、とりあえず付随をね、まあ、石の槍でやれってことなんだけど、俺両手剣持ってたから、もう両手剣でね、付随を入れて。はい、付随入ったね。はい。これで旅軸達成で、複数の旅路も開きましたよっていう。で、人殺したらね、できたらカワハギナイフで皮を集めていくと、この皮、後々めっちゃ大事だから、で、危ないなと思ったらもうすぐね、この深いところ逃げてもらったら死なないんで、無理さえしなければ。基本俺は無理してるからね、死んじゃうんだけど。これで旅路が、この戦士達成したから、達成したら必ず右下の報酬。これをね、忘れないように。これ今、あれだね。武器修理キットもらえたね。見解アバンテージだと思うんだけど。で、この見解アバンテージがもらえたのかっていうと、修理キットと多分バンテージもらえたのかな。バンテージね、もらえてないのよ。何かっていうとね、作業台で作れるものを覚えましたよっていう。多分どっかに追加はされてると思うんだけど。これだね。レシピを覚えましたよっていう。鎧作業台で作れますよっていう感じだね。であと、これで解放されたのが兵士と、ならず者と、弓手。で、石工。で、ベッド職人とかこの辺覚えてきたから、戦い系のやつが飽きたらもうこの辺の旅路やってもらってもいいかなっていうとこだね。これね、鍛冶職人の知識をアンロックってなるから、これで鍛冶職人のね、知識を。鍛冶職人どれだ？この辺かな？これだね、鍛冶屋。このスキル、知識のところのここの部分だね。ね、捨て振りだけはね。でちなみにこの知識のやつは旅路のやつと合わせてやる必要なくて、覚えといたら、旅路それセットしたら、知識に関しては自動で達成になるから、もう、使用可能ポイントがあったら、基本的に最低限必要な松明と、ベッドと、あとこの辺の、なめしとかの前に、なめし先がいいかな。なめしと、あとこの鎧職人。このあたりも先にね、覚えといてもらった方が。あと部屋に明かりつけたい人は、これ1しか使わないから、この装飾も覚えといてもらって。であと大工。これ基本になるから。で、ここで鉄文化が来るから、この鉄文化もつけとくと。これレベル10でここぐらいまで覚えれるから、なんとこの鉄文化入ると見てもらって分かりますかね？鉄の鎌っていう。ちょっと前のアップデートで追加されたこの神様的なこのツール。鉄の鎌。今まではなかった。今までは鋼しかなかった。だいぶ高レベルにならないと鎌はなかった。それがなんとレベル10で鉄の鎌が作れちゃう。鉄さえあれば。これ何かっていうと、なんとこれで繊維ががっぽり取れますよっていうツールになるんで、初心者の方はまずこのレベル10を目指してもらって、まずこれを覚える。あとはこれを作れるようにしていくのをやってもらうと。で、あと、使用可能ポイントまだ残ってるから、この辺りね、覚えてる。そう。もう何でも回収していけるようになるから、とりあえずこれぐらいベースラインとして基本でね、この辺とか別なも後回していいから、ここまで覚えてもらうと、いろんな作業台がね、作れるようになったから、なぜか重いな。とりあえず今、家事の作業台やってるから、炉を作ってくださいということで、炉が出来上がると、鉄鉱石ほら、なぜかあるでしょ、4つだけ。
その看板は昔はなかったんだよ。1年前だっけ？多分、エイジオブソーサリーかなんかで追加だよね。あれ、なぜかこれ英語表記になってる。一応これのね、これを作るのに石が500個いるから、石500個って荷物パンパンになるから、ちょっとこういう箱にちょっと一時的に退避させて貯めつつね。で、まあ旅に行かないから、この松明さ、セットしてないけど、普段松明セットして、で、松明直すのに、名前が出たけど、どこにも表記されてない。どこから来た？一中さんっていう方のコメントが見えないよ。あれ？あ、イチューブね。イチュか。あれ、なんかイチュー、あれだね。トップチャットじゃなく、なんか、このチャット側でしか。なんだろう、なんか、ブロックされてるね。なんでだろうね。多分、ゴミっていう言葉かなんかかなが、あれ、なんかトップチャットの方に入れられてない。なんだそれ。ブロックじゃないんだけど、YouTube 側がなんかそのトップチャットから外してる。謎だね。わかんないけど、でもそれぐらいしか思い当たらんもんね。それ以外変な言葉ないもんね。もしかしたらそれかもとしかちょっとわかんないけど、まあ表示されないわけじゃないけどね。何しようとしたっけ俺。あ、そうそう、石だね。石がね、500個いるから、あえてちょっとあっちに保存しながら、感化しに行きましょうっていうね。一応もしね、DS プラスのゲームカタログがね、できる状態だったら、コナートキャストね、できるんでね。だから、エクストラかなんか入ってないとダメなんかな。真ん中のプラン入ってる人。俺は入ってないんだけど、ちなみに。俺は今エッセンシャルしか入ってないけど。ゲームカタログおすすめですよ。正直さ、ゲームカタログのやつ入ってもさ、やれないよね。新しいゲーム最近いっぱい出るからさ、やってる時間ないから。だって俺 PC ゲームパス入ってるんだけどさ、1年入っちゃって、やったゲーム1個だけだからね。しかも2000円のゲームやっただけだから、完全に大損だよね。1年入ってるから1万円払ってんのにさ。1万2000円払ってんのか？あ、そうだね。クレカとかもそうだね。これで今石。カタログのゲームを全部やるのはちょっとしんどいよねっていう。他のゲームがいっぱいあるから、新しいやつが。あと俺、昔のゲームも引っ張り出してるからさ、ちょっと今ね、PSP のゲームをしようと思って設定してたら、PSP さ、ネットつないでバージョンアップしたら、まさかのね、ログインできなくなっちゃって、アカウントに。で、調べてたらさ、なんか普通の PS のアカウントのパスワードじゃダメって言ってて何そのアップデートと思って。あれ知らない人多いんじゃないかな。PS3 とか PSP、PS ビータはアップデートすると変わっちゃうんだよ。あれで、セロで、18歳以上じゃないとダメですよっていう、要は販売、あれ別な18歳以下の人がやってもいいんだけど、それダメですよっていうもんじゃないんだけど、ただ、PSP に関しては、ID は一緒なんだけど、パスワードが、機器パスワードってやつを取得しなきゃダメになったんだよね。で、それ取得するためには PC かなんかで、
PS プラスにログインして、そこで、機器パスワード取得ってやって出来上がったパスワードを使って PSP とか PS3 にログインしないとダメになった。PS3 はいけた気がするけど PSP はダメだった。それまではログインできたのがログインできなくなっちゃってダウンロードできなかったんだよね。だから PS のアカウントのパスワードじゃないパスワードを生成しなきゃいけないっていうわけのわからん仕様なんだね。そう、だから旧式のやつに関してはちょっとね、仕様変えたみたいだね。さっきのセロの話は、18歳以上にしか販売しちゃダメですよっていう、販売者側に制限が設けられてるのよ。買う側は正直どうでもいいんだけど、販売する側がそこは一応形式上、法律違反まではいかないけど、一応ちょっとね、ダメなあれになってるから、だから、それを、なんちゅうのかな、証明できるものがない人には売れないですよっていう形になってしまってるっていうだけなんだよね。本当はいいんだけどね。だからそこだけだよね。販売制限設けられちゃったっていう。これが炉ですね。だからここに鉄とかを入れると、ただ、石炭がないんでね、今。燃やすものがないときは、こういうね、繊維で燃やすとかね。で、鉄は、鉄鉱石の数が2個で鉄1個かな。だから100個あったら50個これで鉄が作れますよっていう感じだね。で、繊維で燃やすと繊維があっという間になくなるからね。で、あともう一個ちょっと注意点が、こうやってね、炉を使ってるときに、炉の近くにいると、4つ目の左上のね、マークがどんどん上昇していくんだよね。今もう消えてるからいいけど、だから、この上で、燃やした状態でログアウトすると、下手すると次ログインした時に死んじゃってるっていうことが起こりうるし、一人でやってても起きるし、二人でやってたりすると、この間あったんだけどね、ひろちゃんがここで寝てて、この近くで寝てて、で、ここで燃やしてたら徐々に熱が上がって、ここで死んじゃって、なんか緑色の光を発してるっていうようなことが、この近部、こことかね、熱持ちやすい場所があるから、この辺りは比較的体温半分で保ててるからそこまで上昇量高くないんだけど、場所によってね、この辺とかそもそももう最初から暑かったりする場所とかもあったりするから、あとこの辺とか。そうすると結構早めに上昇して熱で死んじゃうと HP がどんどん減って。っていうのが起きるから、炉の置き場所だけ注意してね、特に2人とかでやってる場合は特にね、そう、ログアウトしてる間に死んじゃったらもう PVE だと回収のしようがないから、さっきも言った通り。30分後には消えちゃうからね、どうやっても回収できないの、人の荷物って。暗面でも回収できないから。PVEC とか PVP は他人が回収できるから逆に言うとね、安心なんだけど、まあ逆に言えば盗めるって言われたけど、PVE は盗めない代わりにそうやって助けてあげることもできなくなるから、一人でやってる時も注意だし、必ず炉の近くでは寝ないっていうのと、二人でやってる時だったら、この近くに誰か寝てたら絶対つけないように。とかね。こういう狭い部屋なんか特に危ないよね。この辺で寝てるケースあるから。っていうのだけね、これね、ほんとよく起きる事故だから、これね、注意してもらって。っていうのがありますよっていうことだね。あと、ちょっと旅路と別で、なんか、出ないかな。出ないか。あ、置いてないね。お、海外の方かなと思うです。ちょっと日本語以外はね、わからん。申し訳ないです。これまだ救者レベル15か。さあ、じゃあちょっと鉄でもね、拾いに行きましょうか。次鉄だね。ただ旅路ね、これ一気にやらなくて、これ鉄しばらくないから、じゃあちょっと置いといて、じゃあ次こっちとか。こういうのもできるから。
これで今、次炎の大釜なんだけど、炎の大釜も多分まだ、多分これだね。レベル15だからまだ先だね。で、あと次これだね。これベッド職人でベッド設置って、これはできるから、これだね、ベッド。芋と木材が40だから、しばらくはね、こうやって最初に拠点にした場所をね、うろちょろする感じになるかなっていう。慣れてる人はもう一気に上に行って一気に終わらすんだけどね、いろいろ。鉄なんかもすぐもう、あれだからね、取れるからね。その辺はね、慣れてきたらね、最初はこれだけど、慣れてきたらこういうスプレーじゃなくて、もう一気にね、上に上がっていって、一気に強い装備、強い武器とか手に入れてっていうのも楽しいよね。この辺りは本当オアシスのような場所なんだけど、ちなみにあれだね、砂嵐が全然来ないね。砂嵐も説明しようと思ったんだけど、砂嵐来ないね。なんだろうね。砂嵐もね、あれなのよ。ちゃんと起きる原因がね、あってね。過去に、巨人族と何やったっけ、どっかが争って、とあるアイテムを使って起きたのが砂嵐で、もう止める術がないっていうね。いうのが一応、敵品にね、書かれてるから。で、こうやってベッド作れるようになったら、基本的には、ベッドに切り替えてもらって、これでリスポン地点が2つになったんだけど、こっちはもう置いとく必要ないから、これは所持品に戻してもらって、普段は、このベッドね、今2つあるけど、1つね、持ち歩いて、1つ持ち歩いてもらって、どっか旅しに行くときにやばいと思ったら、もうすぐね、すぐこの寝具をやばいと思ったら設置するところを探して、設置したら、その寝具からリスポーンいつでもできるから、ゾンビアタックができるし、砂らしきても、そこからスタートできるから、旅する上でのこの寝具大事だし、で、もしもの時のこのベッドも用意しておけば、ここにも帰ってこれるから、これでね、安全な体制ができますよっていうあれだね。で、次の旅路はこの光源を持つ。ちなみに今ね、夜来ないんだよね。今ね、日食しか起きなくて、イベントで。夜はないんだけど、日食がだいぶ暗いから。次がかぐやの知識。かぐやはレベル14だからまだ無理だね。ということで、この旅路もまだ進めれないと。で、次はこれだね。動物の皮を剥ぐってことだから、動物ね、何でもいいんでね。うさぎさんをね、外して、やって、皮を剥ぐと。やるとこ達成ね。で、次、鎧作業台を作りましょうで、鎧作業台はね、さっき覚えたから、これだね。鎧作業台。紐が25。はい、紐が多いね。またね、別さっさと拾いに行くのがベストなんだけどね。これだね、初心者企画も23時ぐらいになってるから、初心者の人たちは行ってしまう時間帯かな。
紐23個がね、最初ちょっと大変かもね。このくるくる大作戦でね。これで今だいたい15個。もうちょいだね。これやりながら紐を集めてね。まだね、これ正直言うとコナンの本来の楽しさには全然まだね、コナンの醍醐味はね、やっぱね、奴隷を捕まえてなんぼだから、そこまで行って初めて本来のコナンの楽しさが、いうとこなんだよね。正直ね、ちょっと昔に比べるとレベルが上がりにくくなってるから、普通のこういう旅路とかの達成が、ちょっと手間かかるようになってたから、昔は一気にいろんな旅路達成できたから、一気にレベルどんどん上がってたんだけど、ちょっとそれがね、できないからちょっと時間かかっちゃうんだけどね。でこれで紐は多分出来上がったから、これで鎧作業台が作れますよと。これね、こんな感じで鎧作業台をこう置いてもらうと。あとはここでね、いろいろ詰め物とかそういうのを作っていくと、また達成される。これだとこれだね。詰め物のケースはこれか。手側と紐5個置いとくと。紐がないね。これで、詰め物ケースを作ったら、これで達成ですよっていうかな。わかるかな？日食が始まってるでしょ。ちょっとずつ。お肉焼いとこうか。で、これで詰め物達成だよね。で、軽装の一部を作りましょうっていうことだから、そうなんでもいいんだけど、ね、この辺はね、DLC のやつだから、今回ゲームカタログだけで始めてる人たちは、この辺ないと思うんだよね。この辺とかも多分なくて、この辺もないのかな。この辺もないんかな、暗殺者。どうなんかなさそうだね。いや、多分この辺しかないと思うから、この辺でちょっと作れそうなやつ。まあ、基本腰巻きとかでいいと思うんだけど。ほら、日食ね。こんな感じで。そうだね。スペースはやっぱどうしても遅くなるよね。っていうので、こんな感じでね。これ装備すると鎧職人達成っていうので、旅路がまた一つ終わって、で、修繕キット。僕が壊れた時に直せるアイテムがもらえますと。で、これ達人の方は、これ熟練のやつが必要になってくるから、ちょっとね、多分すぐには達成できないから、今は無理だろうなっていう。だね。なめしの方は下用カワハグでいけるから、これは多分ある程度進めれるかなっていう。で、正直もう職人の作業台とかは、先に設置しちゃっても OK。設置しといたら、触れることで達成できるようになるから、基本的にはもう覚えたらどんどん設置していくのがいいかなっていうところだね。で、この辺のやつとかはもういらないから捨てちゃって OK。で、蜂関係は、正直取っといてください。働き蜂とあと女王蜂見つけたら、必ず1匹ずつは取っといてください。
あと旅路でね、絶対いるんで。あとで苦労するんで。で、ちょっとね、今から軽い旅にね、出ようかなと思うんだけど、鉄も広いのを兼ねて。で、旅するときに忘れちゃいけないのが、まず革袋ね。この水袋、さっきのサバイバルキットのおかげで2つ手に入るから、2つは持っておきましょうと。で、できたら食べ物、虫でも何でもいいから、虫と、木の枝はいらないんだけど、あとね、必ず繊維とかを、10個か20個はね、持っといてもらう。繊維と木材。これね、何のために持つかっていうと、松明がね、松明が壊れた時とかに、修理するのに、繊維と木材がいるから、ないとね、なんかの時にたまにね、真っ暗でどうしようもないっていうことが起きるから、まあ20個もいらないけど、まあ10個ずつでもいいんだけど、必ずこれは持ち歩いてもらう。で、あとはこれだよね。で、これはいらないよね。どっちでもいいんだけどね、こっちか、寝巻き寝具か、これ両方とも同じ扱い。ベッドじゃないから、これ両方とも同じ扱いなんで、どっちでもいいんだけど、まあ趣味でどっちか持って行ってもらって、で、アロエの葉もできたら、これ軽いんだよね。重さ0.07しかないんだけど、これで薬にしちゃうと0.5になっちゃうんだよ。だからとりあえず、葉の状態で持っていくってとこだね。あと、自分のメイン武器がもしあればメイン武器。あと、この辺の、ちょっとしたものと包帯はちょっと持ち歩いておくと。こんなもんだね。俺だとこれで 33% ちょっと使っちゃってるけど、ほぼ虫。で、自分の中で何が重いかを知りたいときは、この状態で R3 をね、押してもらうと名前順、重さ順ってなるから、重さ順になるとどれが重いのかなっていうのがわかるから、もうこれ重いから持っていくのやめようっていう場合は、これで外してもらったりする。でもう一回押すと、カスタム順のいつもの形になるから、こんな形でやってもらうといいかなと。で、お肉いっぱい先焼いたから、これでお肉を持っていけば、基本的にご飯は大丈夫。で、俺、盾使わんから、俺はもう盾はね、していくと。で、この状態で、今からやる旅路は鉄をやる予定なんで、これをセットして、北へ向かうと。で、一般的にはね、ここ上の方行くケースが多いんじゃないかなと思うんだけど、もういっそのこと、ここまで上がっちゃうもうなんか、あれやから。こっち行っちゃおうか。じゃあもうとりあえずね、初心者の方に一気にとある町に行く方法をね、もう11時回っちゃったしね。あとちょっと初心者の方に伝えたいこと、まだ他にもあるから、ちょっとその辺をね、やるために、今から、とりあえず一旦、西方に向かいます。西方に向かう前にね、俺ちょうど今ここにいるから、あれだね。確かこの辺だよね。ここにね、でっかい像が、ないんだけどね。ほら、左の方にさ、わかるかな？巨大な像が見えるでしょ。あそこのね、元を目指します。ほら、おしゃれだよね。こうやってみんなこうやっておしゃれなのを立てていくで、しゃがんでもね、バカンスを楽しんでるよね、みたいなね。ちなみに、コナンはスタミナが減ってる状態でも別に水の中入っても何の問題もないから。あとね、他の人が立ててるやつで、こういうのには近づかないようにね。これ。このトゲトゲ、HP めっちゃ減るから。これ気ぃつけてね。これ要注意。あと、もし奴隷連れ歩いてても、奴隷はあそこにはめないようにね、死んじゃうから。
とちなみにコナンこうやって水の中潜れて、潜ったら、こうやって、これカラー用なんだけどね。あんまりカラー以外で使うことないんだけど、繊維とか潜った先にもあったりとか、こういうとこでも石拾えたりするから、ただ注意点は呼吸がね、ゼロになるとHP どんどん減って死んじゃうから、そこだけね。注意が必要ですよっていうところだけど、必ずしも地上に全てがあるわけじゃないんでね。固定概念にとらわれないようにね、してもらって。こうやって潜ると、ね、何かがある。ほら、何かこうやってロケーションが発見されたでしょ。なんかさ、潜ると松明出すね。これなんかバグだね、きっと。なんかバグあるね。潜るアクションでなぜか松明出すね。なんだろうね、このバグ。なんかバグだね、きっとね。で、なんでここに来たかっていうと、この人がいるのよ。あ、ちなみにね、こうやってちっこい亀とかは、ここで四角を押すと、こうやって拾えるから。動物小屋があったら、この子育てれるからね。ただ重たいから、基本は、重量50だからね。あと賞味期限もあるから、23時間以内に動物小屋に入れないといけないから。まあ基本は、今はいらないから、ポイって捨てちゃうんだけど。で、こういうね、襲ってこないノン PC がところどころにいるのよ。で、話しかけると、こうやってエモートだったりとか、なんかアイテム変えたりとか、特殊なものをね、持ってたりとかするケースがあるから、そういうのも見つけてね、やってもらうと楽しいかなっていう。であとちょっとしたお話もしてくれるから、初心者の頃はもうここにお世話になって、これで上品な握手を覚える。で、会話したいはこう会話するといろいろ話が聞けるから。ちなみにエモートは下ボタンを、矢印の下を押すとこうやってエモートがいっぱいあるから、でもしかしたらこんなに数ないかもしれない。ゲームカタログだけだと。だから人とこう接したときはこういうので挨拶とかできますよっていうだね。ね、だいたい一般的な挨拶はこれだね。私は無害ですよ。これPVP 行く人がもしいたら、このエモートだけね、覚えといてもらえたら、このエモートがあれば、基本的には許してくれるんじゃないかなって、私は無抵抗だ。常にこうして PVP は駆け抜ける。っていうことだけ覚えておいてもらったら、これでも殺されちゃった場合はもうしょうがない。許してくれない人もいるけど、基本はこうやって走ってたら大体の人は許してくれるから、これだけね、エモートね。エモートのこのその他のとこに入ってるこの降参。私降参です。つって。ダッシュしてもこれ解けないから。でもワニとか許してくれないから、ワニはほら、ワニは襲ってくるからね。その場合はもう仕方ないから、ロールバック来てる。やばいやばい。で、あとね、基本的なところなんだけど、サーバーリセットが、日本サーバーに関しては朝の5時に必ずあるから、朝5時にはね、自分の家の近く周辺でログアウトするようにしといてもらう方が安全かなって。基本的には弾かれたからで死ぬわけじゃないけど、たまに10分20分ログインできなかったりするから、朝の5時はリセットかかりますよとだけ覚えておいてもらったら、で、リセットかかると、全部復活する。全部復活して、ノン PC とかも全部刷新されるから、今まで
ここにはこんなやついなかったのに、あ、なんか違うやついるぞ、みたいな感じになったりする。奴隷で言うと、奴隷の種類ってティア1からネームドっていうティア4まであるんだけど、ここにティア4いなかったのにティア4いるじゃないみたいなケースがあったりするから、結構リセット後すぐとかっていうのは当たるケースがね。まあ今まだ奴隷捕まえれないからあれなんだけど、捕まえれるようになったらそういうのも楽しみだね。あとね、何個か、もう一個注意点じゃないけど、もう一個ね、あるのが、石碑があるって言ったよね。石碑とか、あと手紙みたいなやつが落ちてたりとか、あともう一個あるのがね、幽霊っていうのがあるんだよ。幽霊の周りには何かが起きてるっていうふうに思っといてもらったら、何かがあるか、宝箱だったり、エモートだったり、なんかあるから、幽霊を見つけたらちょっと追いかけてみましょう。もしくはその周辺探してみましょう。もしくはそこにちょっと滞在してみましょう。っていうことをすると何か覚えたりできるから、この辺りだと確か、この辺確か幽霊出たよね。確か石碑があるから、私は一層だ。これが両手剣のね、強さですよ。今持ってなかったね。どこやったかな、もう一個向こうやったっけ。ちょっともう最近この辺ちゃんとやってないから忘れたな。じゃなかったっけな。どっかからね、よじ登っていく幽霊がね、あ、ちなみにね、あそこにいる子はね、ドクロマークの人で固定脇なんだよね。で、ちょっとだけ強くて、普通ドクロマークの子って捕まえれないんだけど、そこの子だけね、気絶してくれるんだよね。捕まえることができるドクロマークで、で、一応ネームドっていう、さっきのティア4の部類に入るから、最上版でこの辺りで遊ぶんだったら、そこに湧く子を捕まえるのもありだね。ちょっとだけ強い。この辺の割には強い。ただ、そんなに強くはならない。で、今これ男の子だけど、女の子のケースもあるから。で、こいつを殺すと、ちょっといい中装とかが手に入るから、余裕があったら、倒してみるのも、あれだね。ちょっとこの辺にね、こうやって、ちょっと占有されてるから、この辺りにちょっと軽く寝具置いといて。ちなみにね、こうやって単独で置いた寝具っていうのは、1時間半しか持たないからね。そこだけ注意ね。だから逆に言うと1時間後に消えるから放置しといても大丈夫っていう話。こいつを倒したいときはこうやって寝具を置いた上で、こうやってね、戦いに行くと、安心だよね。で、初期装備のね、この石でもこんだけダメージ与えれるからね。こうやって倒すとね、こいつからは、ちょっといい装備がこうやって、ほら、中装が、しかも2つも出た今回。当たりだね。はい、これで中装、守備力が一気に100超えたから、これで、ダメージカットさっきまで0だったのが、なんと 17% までアップしましたよと。ちょっと良くなったね。っていう形で、自分で作らなくても手に入れれるんでね。ほら、こいつと同じ格好になったでしょ。うまくいったら腕とか足も出るから、そうすると中装がもうこれで手に入るから。っていうような遊び方もできるんでね。あいつもまた15分後には復活して、女性キャラだったり、男性キャラだったり。あそこのおすすめはエニカちゃんかな。ちょっとモヒカンの髪型なんだけど。この辺の幽霊出なかったっけ？あれ出ないな。
出た。ほら、こういうね、幽霊がね、ところどころにいてて、こうやって、何があるんだろうって言ってついていくと、これも、このコナンの世界を探る一つの要素なんでね。何があるんだろうってこうね、で探っていくのも一つ楽しくて、なんかないかな、この辺とかなんかあるんかなとかね。必ずね、何かあるから、ああいうのがいるときは。必ず何か、こうやってね、なんもないよね。また外れたって。で戻ったりして。いうので、このコナンの追放の地の謎をね、把握していく。このコナンの目的は、この追放の地を一応脱出するっていうのが目的になるから、まあでもみんなね、脱出しないんだけど、ずっと居座るんだけどね。ほら、こうやって上に上がってきたら、あってね。ほら。なんかしてるね。なんか向こう指さしてるね。で、これで四角が出てるでしょ。ほら、ここに。これで、エモと腕組みを覚えましたよっていうのと合わせて、ここで何が起きてたか、プラガって人の話がちょっとこうやって載ってるっていうね。全然関係ない話のケースもあるしね、しょうもない話のケースもあるし、まあこれはオピル人の日記にってやつだから、ってことは一応もどっかにあったんだね、とか。っていうのが分かる。近づいたらこれで四角が出るから、それでもちょっとね、分かるかな。で今覚えた妹が、どれだろうな、腕組みって。挨拶かな。これだね、表現の中になるね、腕組み。この妹は覚えましたよっていうね。でまたここにも、こうやっていてて、で、ここに石碑があるっていう。罠があった。多分今罠だね。このとこ罠あったっけ？なんかダメ受けたね。これはもう記憶にないわ。これは避難の道だ。ここが避難の道として用意されてるけどもう崩れてしまって、名前は崩壊橋っていうね、ロケーションになってる。ほら、こうやってね、歩いてる人たちがいる。こういうのを探っていくのも楽しい。全然こんなんする必要ないんだけど、こうやってコナンの世界をね、見ていくと、本当コナンの世界は、やっぱコナンザグレートだからね。シュワちゃんの映画になったやつだから、小説もすごい数出てるしね。で、これのベースになるのは、クトゥルフ神話って言って、またそれもすごいボリュームのあるやつだから、ほら、こんな感じで、もともとは橋があったんですよっていうのが見えるから、これを見たらさ、橋の向こうにもなんかあるよねって思うから、向こう側行きたくなるよね。中央部は行けないけど、あっち側行けるよねっていうので、向こう側を見に行くと、またそこにも何かあってとかね。今は中央部も簡単に行けるけどさ。そしてここにバベルの塔がね。面白いでしょ、なんかこう、アンバランスさがこういうね、人が建てたこういうバベルの塔と、こう、で見ると、なんか、これはこれでかっこよく見えてくるね。今はね、魔法で空飛べるからね、もっといろいろ遊べるよっていう。ここは多分何もなかったんかな。反対側は確かあったけど、ここは多分何もないから。ちなみにこれ落下したら死ぬからね。うまく水の中落ちれれば大丈夫だけど。やって。俺が水の中に落ちれるかどうかをやってみましょうか。どう思うこれ深さ。ダメかな。やってみようか。信号いたしね。うら !I can fly! 聞いたこと
生き残ったね。っていうようなね、遊びもできるんでね。ぜひぜひチャレンジしてみてください。実際飛んだらちょっとね、ふわってなるからね。でちなみにさっきね、この辺りにシンゴいたから、このシンゴはね、ちょっと回収していくと。で、HP 食らってんね。この時はね、ちょっと虫をね、食べてね。本来鉄鉱石を探しに来てたんだけど、ちょっと全然違うことをね、してるけど。で、これこう何しに来たかっていうとね、まあちょっとね、もう時間も時間だから、もうこの企画ずっとは多分続かんから。あったっけ？ああ、高いところからジャンプ、あったっけな。もうトロフィー系は良くないや。俺まだあれ達成できてないからね、ゾウのジャンプだっけ。あれ PVEC じゃないとできんもんね。もしくは PVP か。なんか高いとこ登るかなんかあったよね。このサーバーなんかあれだね、かっこいいのがいっぱい立ってんね。騒がんだけど。ちなみにこれはね、キハスっていう花でね、自分のスキルをリセットするためにね、7個ぐらい必要だから、あったら取っといてもらったらね。そうだね、みんなやってるもんね。で、あそこ見てもらったらわかるんだけど、あそこにね、大きな集落があって、めっちゃ人を襲ってくるんだよね。で、今のこの状態で行くと、基本的には危険。俺はまあ多分耐えれるけど、良くないから。でも、基本が危ないから、初心者の方はとりあえずまだ最初は、これぐらいの装備やったらあんま近づかん方がいいかなっていう。ただサーバーによっては、この辺にすごい強い奴隷を置いてくれてる人がいるから、この場合はね、そこの奴隷さんたちと一緒にやるっていうのも一つありね。ここがね、一応集落が、人がいてはるね。こうやってね、ユーザーさんとのこう、あれもね、楽しいとこだよね。あえてユーザーさんが駆け抜けた後だと、いっぱい追いかけてくるか、誰もいないかっていう2パターンになるから、この場合は誰もいない。ここ本当はすごいたくさん集落がいるから、でも人は誰もいない状態。ここがコソ泥の行き止まり。で、この先にね、あるでしょ、あそこ。あそこがね、ダンジョンになってて、ちょっとしたギミックがあるから、初めての方はぜひそのギミックもね、解いてもらって。あそこもね、幽霊が出るから、幽霊をヒントにギミックを解いてもらう場所。ぜひね、行ってもらったら。見に行く？あ、また人いるわ。まだ人いたわ。さすがにね、石の剣だとちょっと辛いか。ね、これぐらいダメージ受けちゃうからね。ちょっとね、危ないなと思ったら、すぐこっちの川に戻ってね。そしたらね、あいつら引いてくれるから、優しいでしょ。で、ちなみに、この手前にあるやつ、これ俺らキャラバンって呼んでるんだけど、これは、今回の、コナンってね、ちょっと分かりにくいんだけど、もともとはコナンアウトキャストっていうのがあって、で、そこに、1年ちょっと前、2年前かな、シプター島っていうのが DLC で追加されました。で、それまでにいろんな DLC で出るんだけど、主には、この2つがマップ2つありました。で、それが去年の段階で、マップは追加されてないんだけど、エイジ・オブ・ソーサリーっていう、シーズンが出来上がりましたと。で、そのシーズンの中でいろんなイベントを年3回に区分けして起こしていきますよっていうので、2回目、チャプター2、2回目のシーズンで出来上がったのがこのキャラバン。だから本当、最近追加されたやつ。魔術師を捕まえて、
ここから脱出する方法を考えるぞみたいな感じの話で、キャプテンって人に話聞くとその理由が聞けるから、またぜひね聞いてもらったら、これはだから元々のコナンアウトキャストの追加イベントで、これはみんなできるから、今回のゲームカタログの人もこれできるんで、ぜひここやってもらって、こんな格好をしたね、黒い子で魔術師っていう名前の子たちがこういうところにいるのよ。で、その子たちを倒すと頭蓋骨が手に入るから、頭蓋骨が手に入ったらここに置いていく。魔術師の頭蓋骨ってやつをね、普通の頭蓋骨じゃなくて魔術師の頭蓋骨。もしくはコンボが作れるようになって気絶させれるようになったら、気絶させて殺さずにここにポンって入れるとオボロースっていうのが手に入る。あといろんなアイテムもらえるんだけど、それを貯めるとなんか新しい通貨として15個オボロースを集めると、このなんか腕当てもらえたりとか、補給物資もらえたりとか、奴隷と交換できたりするというようなのが各地に追加されてるから、結構ねちょっと楽にはなってる。ちょっと上位の奴隷さんとかもここで簡単に手に入れたりできるから、これのねどこにどんなのがあるかとかまた別の動画でね上げてるから、もし興味がある人がいたらね見てもらったら。これだからちょっとおまけ的な感じだから、余裕があったらちょっと進めてもらって、で骸骨じゃないや、魔術師を殺すと骸骨プラス宝箱じゃないや、補給物資みたいなちょっと紫色の箱が手に入るから、それを開けるとね地図が出てくる時があって、その地図を見てもらうと魔法を覚える場所がね地図で見えるようになるから、それをちっちゃい地図を見て、このマップのどこかなっていうのを想定して、そこに行ったら洞窟があるから、そこで魔法の種がねもらえるから、杖と本かな。そうすると序盤から魔法が使える。もう正直今の状態で俺いけるんだけど、行こうと思ったらもうすぐ魔法みんな誰でも使えるようになるから、追加要素なんだけどね、去年追加された。それもゲームカタログの人も魔法を使えるようになるから、これは普段のこの旅路とは別でも進めれるし、旅路の中でも一応ねここにも一応用意はされてるから、レベル20になったら一応解放されるっていう形だけど、先にやっちゃうこともできますよっていうあれね。ちょっともう少し言うと、このバトルパスっていうやつもなんかそれで追加されたやつだね。これ PS 版だから全然やってないけど、これの無料のやつは今回のゲームカタログの人たちも全員もらえるから、全部でレベル60まであるから、こうやって無料で書かれてるやつとかは、こういうエモートとかね、あんまりもらえるのないんだけどね、無料でもらえるのないんだけど、このワンちゃんぐらいはね無料でももらっといた方がいいんじゃないかなと思うんだけど、このワンちゃん、これがラストなんだけど無料でもらえるの。なかなかかっこいいワンちゃんもらえるから。で、これをもらうためには何をしなきゃいけないかっていうと、旅路じゃなくて、このチャレンジってやつ。このチャレンジに関してもね、ちょっと簡単に説明した動画あるから、もしあれたら探してもらったらね、見えるから。かける10って書かれてるやつが、毎日5個ずつ追加されて、マックスで20までストックされるから。で、クリアしにくいなっていう場合は三角やると、もう一回これがリセットかかるんだよね。例えば、一番左のやつだったら、ワニを5匹皮剥ぐと300ポイント入るから、チャレンジポイント今レベル9で600だけど、900になりますよと。で、あと100溜まったらレベルが10になって、バトルパスのこの10のやつが解放されると。ここかな、これが解放されます。でもこれ解放されても無料じゃないからもらえない。これが欲しい人は1回だけ1200円課金すると、多分また来年も今年も3シーズン来るんだけど、必ずこれフォートナイトかと一緒で1200円分は返ってくるから。バトルパスだけは1回買ったら、その後一応多分だけど1年後もまた同じように3ヶ月後か、同じように1200円でまた
変えてっていうので、1回だけお金入れたらずっとできるようにはなるよっていうのがある。ただまあ無理にやる必要はなくて、今シーズンはあんまりね、欲しいものないから、PC 版は俺課金してるんだけどね。PS 版は課金してない。こっちでお金使っちゃうとね、あれなんだけど、バトルパスの方はそんな形でやれますよっていうので、ちょっと余裕があったらここも見てもらったら、無料のやつだけもらいましょうっていう。マネキンもらえるからね。マネキンね、レベル3でもらえるから、これだけでももらっといてもいいのかなって。多分再販はされないと思うから。無料だからね。っていうところだね。もう12時になっちゃうね。逃げろ逃げろ。あ、でもこれ、こっちからだとルート悪いね。魔術師今ちらっとあっちに奥見えたんだけどね。ちょっと見ていこうか。ここも幽霊いるんだけど、敵いるから基本ここ突っ切らないよね。こいつこいつ。これがね、魔術師って子だね。ほら、ダルファルの魔術師ってなってたでしょ、今。あ、死ぬね。俺らは死ぬな。生き残った。あ、ねえ。よし、耐えたね。生き残ったよ。弓がいるとさらに死ぬんだけどね。ということで、初心者の方はね、あそこ突っ込まないようにね。で、じゃあここね、今から突破するんだけど、どうやって突破するかっていうと、上からね、よじ登り大作戦ですね。このゲームね、どこまででも登れるからスタミナさえ続けば。スタミナが切れるとね、こうやって落下するからね、気をつけてね。死んじゃうんでね、ちょっと今ルートね、正直ちょっと間違えて、もっと簡単なルートあったんだけど、ちょっと間違えたね。ちょっと山登り大変なんだけど、でも俺スキル全然上げてないもんな。最悪ね、この辺のスキル上げてもらったら、身のこなしとか投資とか、多分全然登れると思うから。これね、ちょっと斜めになってるところで、一回離してもらって、入れるかをちょっと探りながら。これ絶対場所悪いな。ちょっと待ってよ。もっといい場所あるな。ちょっと一回戻ろうか。もっと登りやすいところあったはずなんだ。低いところがあるはずなんだよね。ここ登れそうだけどな。ここでもいいけど、あっち側だな。よいしょ。この辺からね、上に上がってもらったら、ほら、あそこ坂道あるでしょ。でもあそこ多分ね、ロックノーズいなかったっけ。こっち側から行く。で、この辺だよね。ロックノーズいるよね。ハイエナかなんか。ね、ハイエナかなんかいるから、このまま行かずに、この辺りをね、普通に登れるところがないかをちょっとね、探りながら。ないか。無理か。イスタメージは無理か。もっと別のいいルートあったと思うんだけどな。ダメそうだね。
ね、落下しそうになるから、落下死するからね。しょうがない。普通に行こうか。これハイエナいるんだよな。あ、でも赤ちゃんだけだね。初心者殺しのハイエナさんたちがね、いるはずなのが、まさかの赤ちゃんだけだった。でもね、ハイエナさんたちに出会わないように登りながらね、ちょっとね、いないかどうかとかを探りながらね。ほら、あの辺ではハイエナ暴れてるでしょ。で、本当はね、ここに行きたいんだよ。だからちょっとそこにね、行くルートをね、危ないなと思ったらもう寝具をね、いつでもすぐ引けるようにね。基本は崖の上にねってもらったら、ハイエナからはね、ただ注意しなきゃいけないのは落下死がね、あるからね。やめとこうか。ハイエナいた。じゃあこれ大丈夫だ。ここね、あんまりちょっと良くないルート来ちゃったね。これハイエナルートなんだ。常にね、スタミナ残し。常にスタミナ残して、音がしだしたら登る。どっかにハイエナいるから。上にいた今もしかして。ハイエナ上だね。あれ上にいるな。あ、上にいるんだね。この場合はね、問題ないんでね。ハイエナはね、噛まれると不随のダメージをね、受けてしまうね。ちなみにあそこにもね、ネームドが一人いるんだけど、別段強くはない。まあ、偶然だけど、ハイエナでやわんかったね。赤ちゃんだったから使ったね。あれ上に上がりすぎないこれ。なんだここ。すんげえでかいベロリンのカフェができてるぞ。すごい巨大に作ってるね。ちょっとだからね、人によって、ワールドによってね、景観違うからちょっとそこだけ、あれなんだけど、こんな感じで回り込んできてもらうと、紫のところわかるかな。これがね、オベリスクってやつなんだけど、できたらここまで来て、このオベリスクにね、触れるっていうのもしといてもらうと、まあ、後で旅路でも出るんだけど、誰かこうやってね、井戸とか、大体なんか、ね、各サーバーなんかいいことしてくれてる人いるんでね。で、これ地下コースと同調っていうので、旅路でもまた出るから、その時また触りに来たら問題ないから、これはね、必ず触るようにしてもらって、あんまり長いしない。長いすると紫のところ、堕落って言ってね、HP とスタミナがずっと落ちる状態になるから、踊り子さんがいないと戻せないんでね。で、ちなみに、この下ずっと行くと、さっきの人がいっぱいうじゃーっていたところにたどり着く。に行けるから最短でこう行ける。で、オベリスク何かっていうと、あれはね、ワープポイントに今後なっていくんでね、そこにピュンってワープする方法がね、あるから、触れるときに全部触っていきましょうっていう感じかな。
そろそろ12時だから、ちょっと今日のね、目標のとある町にたどり着いたら終わりますかね、初心者講座は。途中から一気にワープ講座になっちゃったけど。もう本当に、オープンワールドだから自由にできる。で、ちょっと一個説明したかったのが、この緑ね。この緑至るところにあるんだけど、決してこの緑を通ろうとしないようにね。マップの端っこにね、わーってあるから。この近くに建築してもいいんだけど、これを越えないようにね、越えると何が起きるか。もうあえて言わないときましょう。どうしても気になる人。ってみてください。もうね、コナンやったことある人、みんな一回は触れたことあるから。なんだろうつって。何が起きるか。まあ、多分まあ、わかると思うんでね。触れるときは必ず近くにね、寝具を置いてからやってみてください。あれだけちょっとだから、ずっとダッシュしてると気づかずに通っちゃうときあるから、自分が今ワールドの端っこにいるかいないかをちょっと気ぃつけながら。で、一応このゲームの設定上、緑のカーテンっていうのは、ここ閉じ込められてるのよ、緑のカーテンで。だからみんな追放の血が出れないって言ってる状態なのね。この腕輪つけられてるでしょ。この腕輪がついてる人が緑のカーテンを通ると、っていう話なんだよね。だからみんなここに閉じ込められてる。っていうのがこのゲームの設定だから、単純にこの先ワールドがないとかじゃないんだね。あるんだ。こんなの世界は。ただ、今ここにいる人たちはみんな閉じ込められてるから、ほら。基本的に柱があるところは危ないと思ってね。あれで魔法で緑のカーテンを作って、この先をみんな行けなくさせられて閉じ込められてるっていうのが、そこから抜け出すための方法をみんな考えて、要はこの腕輪さえ外せたら、緑のカーテンを通過できる。それがこのゲームの最終目的ですね。まあさっき一回俺腕輪外したからわかると思うけど、同じことが起きますよってことだよね。今俺このギリギリのとこと走ってるんだけど、すごく安全だよね。ちなみにこの赤いところ非常に危険だからね、勇気がある人だけ序盤で入ってもらったら、全然あそこよじ登れるから。ただ危険なんでね。で、この辺走ってるとたまに砂嵐来るから、砂嵐来たらもう素直に寝具を置いてやり過ごしましょう。これね、実はあそこのハイエナのところさえ突破したらすごく安全なんだ、この辺り。危ないのはもう緑のカーテンだけ。で、あと水がないから、水だけちょっと注意、しばらく。で、ほら、ここに来ると、なんと鉄がてんこ盛りですよ、と。もう安全。はい、鉄鉱石で石炭。はい、ここにありますね。はい、もうこれで全部達成と。ついでにちょっと鉄持ってるだけね。ここ気ぃつけんと、緑のカーテンあるから、見込まれるとね、大変なことになる。ね、鉄がもう山ほど取れるからね。で、鉄のある場所で別にここだけじゃないから、どこにあるかなーっていろんなとこ探しに行くのも、こっちの方面もあるしね。まあ俺左端に来たけど、こっち方面もあるし、ジャングル方面に旅立ってもいいしね。ちょっとこっち行くとうまくいかないとちょっと危ないところもあるから、あれだけど。まあでも正直言うと、ここのコースを素人さんが行くよりも、右側だったり、左の方が比較的行きやすかったりはするかもしれない。ハイエナがね、うじゃいろんなとこいるから、結構ね、しんどかったりする。
今なんか3とか出たのは、これチャレンジが進んでるんでね。さっきのバトルパスのこのチャレンジがね、旅路と関係ないやつがね、これだね。こんなもんでいいか。とりあえずね、今日もう12時回っちゃったから、初心者救済。最初の進め方とか多分大体説明したし、危ないことも話したし、大丈夫かな。なんかあとあるかな。粛清の注意点と、モラルの話もしたし、あとこの辺の地図とかはね、自分たちでね、ちょっといろいろやってもらったら、あんま話しすぎちゃうとね、あれだろうしな。どこまであれだよね。初心者救済としてこう動画として残しとくかでね。難しいんだよね、その辺がね。楽しんでほしいところもあるしね。で、ここまで来ると、これちょっと壁の内側に今入っちゃってるから、登っていくと。ちなみにさっきちらっと見えたね、地図みたいな円形のやつ。あれがさっき触れたオベリスクと連携する、あれね。こんな感じでね、オープンワールドだからもう最初からいろんなとこ行けるのよ。すげえ、ピラミッドある。こんな感じでね、差が落ちながら掴めば高いところからも落下できるから。すごいね。ピラミッドだね。入れるようにはしてくれてはない、ね。すごいね。ほんとピラミッドだね。何使ってやんの？何？ああ、トゥランの斜面ね。これはね、DLC の素材で出来上がってるね。ちなみにあそこにちらっと見えるやつ、あれワールドボスってやつでね。出すと、今は確実に死にますんで、注意してくださいね。ちょっと離れたところをね。この辺まで来ると、もう非常にね、安全な場所でね。ただちょっとこうやって結構みんなね、建物建ててるから、鉄もいっぱい転がってるし、でね、ちょっと建物で見えないんだけど、あそこにね、街があるんだよね。このゲームの中では珍しい、襲ってこない、ノン PC がいるエリアでね。実は初心者の方にはこの辺りまで一気に来ることを私はお勧めしております。でね、これあそこに建物でっかいのあるからあそこ登れない。いけるかな。ちょっとね、初心者の方とかに言っときたいのは、できたらこういうでっかいね、ノン PC 拠点があるところの近くに巨大見物するのは避けた方がいいかなって。こういうとこに来た人がちょっとね、落ちたりするケース、特に PS4 の人が落ちたりするケースがあるから、あんまりね、大きな街があるところの近くに、建物大きいの作っちゃうと、ちっちゃなのはいいんだけど、全ダウンしたりとかしちゃうから、入った瞬間も動かないみたいな。読み込みされないと。これがね、みんな大好きセペルメルの街です。いろんな職人さんも取り放題。
そしてこの辺りの人たちは襲ってきません。そしてどこかには喋れる人もいます。で、油断してると一部の人たちは襲ってきますってね。こうね、この街でね、いろいろアイテム収集がねできるんでね、ちらっと言うと、例えばだけど、この人全然襲ってこないから、この横を通り過ぎてね、こうやって来るとお宝がこうやってねあるわけです。もう鋼が手に入っちゃう。でこうやってね、装備とかも、まあ今俺軽装中装になってるからこの辺いらないけど、時だったらもう今も弱いけど、最初だったらないからね、見た目も変えれるしね、なんかこう落ちてる場所になるから、こういうところ、ここだけじゃなくてね、こっちのいろんなところにねそういう街があるから、ここが一番襲ってこないから楽ですよってことですね。そしてなんとこの街の中には水もあるから、ね、こういうところにねこうやってあるような旗とかさ、近づくとねこうやって四角が出て、こうやって覚えれるものとかもいっぱいこの中にはあるから、ぜひねもう隅々まで探索してもらって、いろんなとこよじ登るといろんなところにねお宝がね眠ってるから。で、どことはあえても言わないけど、この町のどこかにナンさんがいてるんですよ。ぜひねコナンさんと話してもらってね、コナンアウトキャストをね楽しんでもらえたら。で正直もうここまで来たら、最初にここに作った拠点あったでしょ、もうあんなの捨ててとかね、作れる場所探すのもありかな。ちょっとねこのサーバー拠点周りにでかいのありすぎてちょっと危ない、ダメだね。まあ PS 版ってこういう感じになりやすいしかもちょっと封鎖されとんねこれ。まさかのここ塞いでんな。ちょっと景観変わっちゃってるから分かりにくいんだけど、こっち側があれかな、道になって、ほぼ建物で埋まってしまって、本当はねここ普通の道なのよ、ここが。通れるんだけど、もうちょっとこのサーバーも通れないようにさせられちゃってて、ちょっと行きにくいね。これはちょっとしんどいな。俺 PS5 だから今大丈夫だけど、これ PS4 とかだとちょっと落ちちゃうかも。こういうとこはね、できたら PS4 の人は入らないようにね。入っただけで落ちちゃうかもしれんから。こういう、この素材とか結構重いんだよね。多分これ全部土台じゃないか。土台だね。全部土台引いてるからちょっと重たいと思うんだよね。この相場は、おすすめしない。こんなのがセペルの近くにあったら。どうすんのこれ。もうクラエルの横に置いてんのか。これひどいな。いけないじゃん。こういう建て方はほんとね、しないようにね。一応オンラインサーバー何してもいいじゃないっていう人もいるんだけど、でもやっぱりその辺はモラルを持ってね、他の人たちがあまりにも動きにくくなりすぎるような、あれはしないようにね。ほんと困るもんね。一応ね、あそこがオベリスクでワープポイントの一つだね。この辺り。だから、
でね、結構通り道なんだよね。馬とか駆け抜ける。それが全部封鎖されとるんだよね。あれ道なんだよ、これ言ってみたら。しちゃってんな、ひどい。これはちょっとね、サーバー入ってみないとわかんないから、ちょっと、どういう人がいるか。オベリスク触っといたら、ワープでまたね、ここも来れるようになるから、見たらだから、ここと、ここはジャンプできちゃうって話ね。ただ、こことここが直接つながるんじゃなくて、それはちょっと別のものがいるんだけど、人が立てたものでもいけるからね。ちょっとあれだね。この辺り立てれそうな場所がほんとないね、山ね。こっち側も全部埋もれてんの。あ、一応ここはあれなんだ。ちゃんと残してくれてるね。あ、これはいい立て方してくれてるよね。これだったら全然。ね、こういう道になるところ塞いじゃう立て方するときは、もう扉開けといた方が、この辺とかね、を作る。ここもいい場所だと思うから。ただ、通り道になるから、通れるようにはちょっとしとかないと、みんなの冒険を妨げちゃうからね。ちょっと遠回りしなきゃいけなくなっちゃうからね、それで。ちなみにここの辺りも結構人気スポットで、超人気スポットなんだけど、誰も建物建ててないよね。ここなんかもう、あそこにただノン PC いるから、まあちょっとあそこのノン PC 湧き潰ししちゃってもいいやという形で真ん中にドーンと建てても全然ありかなってこかな。そんなにここ狙ってくる人そんなにいないから、俺狙ってるけど PC 側では。もしくは、あっちの端っこに建てたら、あそこまで届かないから、湧き潰しながら、端っこっていうかこの辺りだね。この辺り建てるのもあるよね。あ、誰かいるから劣化したんだね、きっと。ガリンシャいるね。劣化したんだな、きっと。最近まであったんだね、建物が。人気スポットだからね。こういうところ空いてたら建てるのおすすめだね。ただちょっとあっちに巨大拠点があるから、もしちょっと、今ここ見えてないから、多分影響受けないから大丈夫じゃないかな。ここね、おすすめスポット。水もあるしね。オベリスクもあるし。あ、みんなになんか襲われまくるけどね、いろんな人たちに。で、この辺りもね、結構人気スポットで、ここもよく拠点作ってる人いるね。ここも空いてるね。ここね、結構、ボーンとでっかいの作る人多いね。なんか俺、こういう状態で見たの久しぶりだね。ちょうどほら、ここだけくぼんでるでしょ。襲われてる時は壁に登るとね、消えてくれるから。くぼんでるからね、結構建物建てやすくて、ちょっとあの辺のさ、チーターじゃないや、ピューマだっけ、あいつらの、ちょっとね、子供たちの湧き潰しにはなっちゃうんだけど、まあ、他でも取れるから、まあ、そこはみんな目をつむってる。この湧き潰しはいいかな。ね。ここ空いてるの初めて見たでも。珍しいね、このさ。ここをね、想像力豊かな人はね、ここをやってもらうと
いいよね、このくぼみに綺麗にはまるように作れるからね。おすすめスポットね。セペルがでもあんなことなってるからちょっと生活しにくいけど。まあでも、いい拠点、売れる場所が湧いてるね。これはいつもね、あっちの方に作るんだけど。いいところぐらいかな。とりあえず簡単な設定としては。初心者向け、こんなもんでいいんじゃない？なんかあと説明したいことあるかな。ざっくりだと大体こんなもんだよね。とりあえず危ないなと思ったら飛び降りるんだけど、結構ね、下がない時あるから、いつけんとね、飛んでて。この人たちやったら旗ぐらい置いてないかな。旗は立ててくれてないか。あ、寝てはるね。これ違うね、これ、のんぴし。奴隷さんたちが。旗は、つってないかな。なさそうだね。これぐらいの規模だったら多分 PS4 の人でも多分落ちないんじゃないかなとは思うけど、ちょっとね、物多いから、ちょっと PS4 でやる人はちょっと人の拠点行くときちょっと注意してもらった方が、内部でね落ちて死んじゃうなんてこともないこともない。死ぬことはないか。ただログインしてもずっと戻れなく、ちょっとセクシーな子がいる。やばい。この移動石っていうのは魔法のね。あれもワープできるやつ。どこでもワープできる。これが地図だね。さっき触ったとこだけワープできる。これかな。この2箇所だけかな。この2箇所だけよりは。とりあえず戻ろうか。そんなところだね。初心者向け特別企画、最初からちょっとやってみましょう。伝わったんじゃないかな。最初のとりあえず困るところは一通り話したんじゃないかなと思うんだけどね。最初のああいう砂岩で作っちゃったようなやつとかは別段捨ててもいいし、こうやって戻ってきてもいいしね。あれだな、結構やっぱ PC 版と立て方やっぱ違うね。偶然俺がいるサーバーがあれなのかな。あんまり PC の方ってこういう感じの立て方されてないんだよね。だいたいちょっとこのメインのところからは離れたところに立ててくれてるがいるんだけど。でも PC だから巨大建築あんまり気にしなくていいんだけど。こういうところ行ってみたらどこに建ててもいいんだよ。どこも許可出てるからね。どこに建てても大丈夫だから。ちなみにハイエナはね、
竜が切られた。早めにね、中断になる前に。1人2人と増えていけば増えていく。ぜひね、このマップの隅から隅までね、いろんなの見てもらって、あ、こんなのあるのっていうのが、正直もう俺も4年ぐらいやってるけど、4年やってても忘れたのもあるけど、あれこんなのあったのっていうのが未だにね、見つかるから。あと知らん間に追加されてるのもあったりするかもなんだけど、未だにね、発見がある。こんなゲームなんでね。ちなみに今これハイエナコース来ちゃったから非常に危ないとこ来ちゃった。戻ってくれ。こんな感じでね、すぐこう近くに戻ってこれるっていうのが一応ワープでね。でもっとレベルが上がればもっといろんなワープできるようなやつも手に入るから。レベルっていうかまあ魔法かな。魔法を覚えていったらいろいろとね広がっていく。あとはベッド間を飛びとかねっていうのもいろいろあったりするから、まあ、その辺はねいろいろやりながらまたなんていうところかな。の拠点ここだね。あんまり旗置いてくれてなかったね。あとなんかあるかな。あとはやっていく中でいいと思うしな。粛清のことも言ったもんね。あとなんか困ることあるかな、やっていく中で。ほら、可愛い子ちゃんいた。シリアちゃん。今はね、まだ苦難の輪手に入ってないから。あ、そっか、苦難の輪系やってないね。奴隷の仕方とかを説明してないか。鉄文化が来たらね、もうすぐ苦難の輪とか作れるから。苦難の輪とかって分かりにくいんかな。なんだろう。まあ初心者向け講座だからね、最初のところの息抜き方だけ分かれば。大丈夫じゃなきかな。できればログアウトするときは自分の家だったりとか建物にちゃんと囲まれたところ、安全な場所でログアウトするようにね。まあ、人の家でログアウトしてもいいんだけどちょっと邪魔になっちゃうから。ちなみに建物、あそこの岩のてっぺんとかそういうところにも作れるからね。必ずしもこういう平地にしか建てちゃダメとかそういうのないからね。どこでも建てれるから。でっかい木の上に建てるなんてこともできるからね。いろんなこう発想を持ってねやってもらったら。ちなみに最初に建てた建物が小さすぎると劣化時間がね、これ今194時間しかないから10日は持たないね。
だいたいなんぼだろう。7日間以上は持つかな。8日ぐらいは持つか。8日か9日ぐらいかな。は、ログインしなくてもこの建物は残りますよっていうことね。ということで、今日のね、初心者応援企画。第2弾があるかどうかはね、わからないですけど、こんな感じで進めてもらったら、きっとコナン楽しいですよって。装備もね、どんどんいろんなのが手に入るようになってくるから、いうのとかも知識もいっぱいあるから。ね、さっき言ってたダスのね、セクシー装備ね、これ。紐だよね。ね、あ、ちょうど今砂嵐来たね。砂嵐を最後見て終わろうかね。出るでしょう。向こうから来てる砂からじゃないんだ。ほら来て来た。ほら、わかる？ほら、これが砂嵐で怖いでしょ。ほら、すげえでしょ。遠くからも見えるからね、これ。来た来た。で、この砂嵐マークが入り出すと、ほら、こうやってどんどん HP 減っていくから、危ないなと思ったら寝具を置くか、もしくは、建物の中に入って、この保護っていうマークね。この保護がしっかり全部入る場所。岩山とかでもたまにあるんだけど、そういう場所を見つけて、逃げると。扉開いててもこれ大丈夫だよね。この保護さえついてれば大丈夫だから、この辺も大丈夫なのかな。ここはダメだね。ほら、どんどん減るでしょ。あ例のチャレンジだね。俺はもう初心者企画として一からやってただけの、特に面白みもなんもない。最後にね、ちょっと砂嵐の恐ろしさをね、見せてたところですね。HP がみるみる減るこの砂嵐ね。ほら、どんどん減っていくでしょ。もう防ぎようがないね。ほら、死んじゃう死んじゃう。逃げるんだ。で、扉が開いてても、この保護がかかればダメージは受けないっていうね。でちなみにこの満腹ってやつはダメージを受けるとなくなっちゃうから回復しなくなるから、この辺もね、敵と戦いながら満腹にしながらダメージを受けずに戦うと、ちょっとずつ徐々にね、死肉でも3秒ごとに2だね、回復するから。もう終わったかな。ね、砂嵐がもう消えたね。まだちょっと陰ってるけど。ちなみにさっき言ったこの辺りだと砂嵐のダメージ受けないんでね。砂嵐来ないね、この辺り。だから遠くから見れる、この砂嵐を。いうような場所もあるしね。砂嵐多分この辺りぐらいまでかな。この辺り一帯が砂嵐の。ジャングル方面もあるんだったっけ？はっきり覚えてないけど。上の方はもう、砂嵐は関係ないから。もう、壁なんていらないんだ。っていうところですね。ちょっと初心者の方、どれぐらい見てくれたかわからないですが、初心者救済企画、こんな感じで終わりになります。長い時間ね、3時間。長時間ね。ありがとうございます。ではでは、ぜひゲームカタログでね、なんとキャストちょっとね、容量がね、100ギガぐらいあるからね、大変だろうけど、容量確保してね、ぜひ楽しんでください。あ、マロさんありがとうございます。お疲れ様です。
だいぶちょっと今日は喋りすぎて疲れた。ではでは、寝るしかないや。とか、これないんだな。鶏がないね。ではでは、ジャグリングで終わりますか。本当に。お疲れ様です。そうだね。ちょっと枯れちゃったね。ではでは。